くしんチャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは。きくしんチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。材料買ってきました。これで棚を作ります。結構奮発したよ。高かったこれ。6000円ぐらいした。これを天板にしようと思います。天板目立つからやっぱりかっこいい方がいいもんね。たまには奮発します。で、ここに棚を作ります。で、なんでこの段階で棚なんだよって思うかもしれないんですけど、棚を作らないと伝送品をこう固定できないんだよね。ブラブラになっちゃうから、棚を作って、そこにこう伝送品をまずパーツを埋め込んでから配線をしていきたいと思います。はい、作業の前にどうやらこの低圧側が結露するらしいんですよ。で、水がこう垂れて、下が濡れるのはまあいいんですが、これ配線になってないから大丈夫ですよ。このカプラーとかにかかるのは嫌だなっていうことなので、このエアコン用の断熱防水シートっていうのを買ってきたので、これでぐるぐる巻きにしてみました。少しこれで結露はいいかな。で、これで多分ある程度キャッチしてくれるんじゃないかなと思います。結構厚めに巻いたからね。ほんで、気をつけなきゃいけないのは、ここまでびっちり使っちゃうと、ドアが開けられなくなるので、やっぱこのぐらいまでなんだね。このぐらいまでだね。まあいいのか。これこういう風に回せばいいか。もうちょっとこっちだ。もうちょっとこっちだな。高さがこのぐらいかな。138の60。そうしよう。ちょっと FF ヒーターの配管をここ真ん中通さないといけないから、これが8センチあるから、で、ここが50センチ、で、高さが60センチ。ちょっとこれでとりあえず作ってみよう。だいたい1回じゃできないんだよ。で、だいたい縦の辺と横の辺をこのサイズで切って合わなくなるっていうのがいつものパティーン。要はコメリで売ってるいつもの 3×4 ですね。昔はね、2年前ぐらいはこれで900円、980円ぐらいだったんだけど、ちょっと高くなって1280円。でも安い。楽だー。10-8は52。よし、できました。じゃあ、組み立てていくか。そしたらこれを、よいしょ。はい、枠ができました。このままだとゆぱゆぱなんですけど、意外と大丈夫だよね。だから今回、壁にもね、ボルトで取り付けますし、あと、壁が入るので、とりあえずそれで面が抑えられるので大丈夫かなと思います。ちょっと入れてみようか。意外、計算上は入るんだけど、よいしょ。はい、いいじゃん。ここに座ればちょうどパソコンデスクになるかな。こんな感じ。いいね。ちょっとやっぱりここの圧迫感があるよね。今のところ開けれる。で、開けれるか。開けれる。全然余裕だ。大丈夫だね。この大きさなら大丈夫だ。ボディに固定するように工夫すればいいね。いつでも取り外せるように固定できるといいよね。ここに木のフレームを入れることで、バッテリーを固定できる。5強無フレーム兼バッテリー固定の
柱になります。もし今後リチウムに変えることがあれば、その時はまたちょっと作り変えないといけないね。よしと、OK。これでバッテリーも固定できる。動かない。あと上バンド通せばいいね。よし。棚を2階を作りたいんだな。でもここは FF ヒーターを通すから、なるべくこっち側に寄せたいな。ギリギリここら辺にするか。はい、次の日になりました。届きました。タンク。はい、5リッター。ちゃんとこれついてて、ここがやっぱりね、空気を抜けるようになってるんだよね。ただただ穴が開いてるわけじゃなくて、こういう弁になっています。この2階に、これと、これと、これを置きたいと思っているところです。だから2階を作ろう。2階の高さをね、どうしようかな。これが、こう出せた方がいいよね。まあ上から取ってもいいんだな。ダメだな。35か。15あれば乗るね。できればここは隔離仕切りを置きたいんだよね。で、ここに、これがつきます。11を中心に合わせればいいね。よいしょ。板でもつけるか、一応ね。このね、スイッチパネルと、このコンセントも買ってあります。これね、ついてんだよね。こういうところに普通ついてんだけど、まあ、今つけなくてもいいと思うんだよね。焦って、今つけなくても、後からちょっと使ってみて、ここだといいよねっていうところにつけてもいいので、ちょっと、後からでもつけれるんで、ちょっと今はつけません。どこを補強しておこう。いいかな。こっちセクションはこれで金具でガッチリ。こっちはそもそもパーツが多いのでがっしりなので、これでいいかなと思います。無駄に入れなくても、強度が欲しいとこだけ入れていきます。あと、結局さ、こっち側、背中側はボディにくっつくと、あと下もボディにくっつくので、そんなにね、ゆぱゆぱしないと思います。大丈夫かなと思います。で、上も天板が入るしね。で、ここも扉を、どうしよう、扉がいいのか、そもそもこっから荷物を出し入れしたりすることはないから、パネルで、こう、鬼目ナットとかでこう、ね、超ネジでつけてパカって取れた方が、全部取れるから作業はしやすいよね。こっちも扉になってると、扉開けて半分開けて作業するよりも、パカって取れちゃった方がいいよね。作るのも楽だな。そういう方針でやってみようか。そういえば FF ヒーターの配管通るところ作るの忘れてた。こんな感じでいいかな。これそのまま通してちゃうと、これが動くと、ここは潰れてしまうから、やっぱりここだよね。で、ここでもいいし、ちょっと上にした方が、よいしょ。ペンキなくなってきたら買おうかな。白に塗ろうかなとも思ったの。そのボディ色と一緒の家具とかってさ、なかなかないんで、直塗装じゃないと多分できないんだよね。まあ、できなくはないけど、キャンピングカーってどうしても白基調でさ、で内装はだいたいこう木目みたいな感じだからさ。よし、今日はここまでにしよう。もうちょっと暗すぎて見えない。それからペンキがなくなってきた。注文しないとね。
はい、次の日になりました。色塗りました。塗らさりました。ね、ちょっと組んでってみましょうか。色がまだらなところが、そう、実はペンキが足りなくて、もうこれがね、空になっちゃったんですよ。これってそこら辺で売ってないからさ、また注文しないといけないんで、注文しました。3キロ。まあこっちの板金もあるしね、なんかもう見慣れてきたよね。塗り直そうかと思ったけど、なんか当面これでいいんじゃないかと、綺麗にしてね。そんな風にも思ってきちゃいました。愛着って湧くよね。はい、こんな感じね。まあいいね。ちょっと大きいよね。圧迫感あるかな。まあいいと思います。あとちょっとペンキ来たら塗ろう。それから FF ヒーターの配管類も全部揃ったので、この吹き出し口ね、こういうのも来たんで、次回はいよいよ FF ヒーターをね、つけていこうと思います。FF ヒーターがつけば出かけられる。ここに座って、パソコン、できるね。ちょうどいいかもしれないな。はい。というわけで、引き続き今後の作業をね、やっていきたいと思います。ヒーターつけたら電装かな。電装やって、電装やったら内装。内張りと断熱材ね。みんなにね、断熱材を早くやってよって。順番あるって、電気も埋め込まないといけないからさ、この室内灯もね。で、それの配線もしないといけないから、ちょっとそれまでは断熱材ちょっとできません。はい。よいしょ。からね、FF ヒーターの取り付けをやっていきたいんです。もう夕方になっちゃった。今日はちょっとしかできないな。配管が届いて、大きさ測ってみないといけないね。穴を開けなければいけないんだけど、はい。で、これで T の字に分けて、1個は前、1個は後ろ、室内側、運転席側に2本分けてね、あったかい風を排出していきたいと思ってます。ただ、ここ自体にはこれ蓋がないタイプなので、ここにこの T の字のやつで、ここにフラップがついてて、で、行き先をこう変えられるやつがあるので、それも注文してるんだけど、それがまだ届いてないので、いつ届くかちょっとわからない。かの国から届くやつだから、いつ届くのかわかんないので、とりあえず一旦これで作っといて、フラップ来たら、フラップのやつに変えようと思います。自分で作ってもいいんだけどね。ただ結構、これは大丈夫な素材なのかわかんないんだけど、熱が通るときに、適当な素材で作ると、焼ける匂いがするの。結構温度が高いから。一応、FF ヒーター用っていうやつで作られているもので作っていきたいと思います。なんだ、何ミリの穴にするかな。はい。これが、75。これが内径が75だな。こんな感じ。刺さる。80ぐらいの穴を開ければいいね。80ミリ。よし。買いました。結構なんやかんやあれこれお金を使っているんだよ。果たしていくらもうお金を使ったのかがわからないです。毎月ね、クレジットカードの支払いがすげえ来る。わあ、もう暗いな。配線邪魔だな。ここの予定なので、9センチだね。9センチ。このぐらい。結構こっち側来ちゃうな。明日だね。暗くなってきたからね。はい、おはようございます。次の日になりました。正確に言うと次の次の日です。昨日ね、天気がめっちゃ悪くて作業できませんでした。やっていきます。いいお天気。ちょうどいい。一生このぐらいの気温だったらいいのになっていうような朝ですね。D の字をここにつけます。で、前後に出していきたいなと。このぐらいか。バッチリでしょ。予定通りだな。でもこっから出した方が
いいよね。ここに折り目があるから、こっちの方がいいか。こっちの方がいいか。ここでいいんだ。じゃあ穴開けっか。よし。はいか。よし。よしと。そしたらよしと。アマゾンの配送拠点が隣の町にできたの、気仙沼市にね。今まではだいたいヤマトさんが持ってきてくれてたんだけど、アマゾンの配送拠点ができてから物が届かなかったり、遅れたりしてるんですよ。遅れたりするようになっちゃって、ちょっとね、困ってるんですよ。便利になるのかなと思ったら逆にちょっと不便になっちゃってさ。なんか到着日が読めない。データ上では今日到着って書いてるのに結構来ないと。一日ずれると作業とかもずれるから結構ね、まあ余裕持ってやれよってことなのかもしれないけど、なかなかそうもいかないよね。いい感じ。ね、バンド入れて、このネジ式になってるホースバンドって買うと高いんだよね。ホームセンターとかで。で、これね、後ろに行くパイプです。はい、こんなんできました。そしたらね、止めましょう。で、これ吹き出し口ね、これね回せるんだけど、これをここにブスッと刺せばこう回せるとね、こんな感じになりましたと。はい、これ取れるから後でちょっとバンドで留めときます。ある程度これで回せる。こっち側もここにあとこれを入れてと、こんな感じね。吹き出し口。はい。意外といいでしょ。ね。でここはバンドで留めればいいかな。蓋するときにあれだから、こっからここだけ、ここの部分には開かないようにして、こっちとこっちは開くように作ったらいいかな。そしたら後ろの吹き出し口が使えるよね。ちょっとバンドがちょっとまだ足りないのと、あとここにね、こう弁があるやつに交換します。はい。まあいいじゃん。なかなかスマートについたと思わないね。これでエアコンと FF ヒーターでセットです。はい。じゃあ、配線配管やっていきましょうか。そして燃料タンクここ置けるか？もしくはここでもいけるよね。置けるんじゃねえか？ねえ。ここから。ああ。なのを買ってきたので、これをちょっと合体させます。この方がいいかな。こことここ。それから、こう。
そう、高さを微調整するためにこの謎の穴いっぱいステーを買ってきました。こっちが高くてこっちが低いの、そもそもがね。あ、いいじゃないね、ぴったりで、ここにタンクが乗ると、うわ、大丈夫だな。そうそう、木の板の分高くなったけど、椅子の支点がここだから、大丈夫だね。ちょっと右下がりの方がここにこれがあるからね。よし、この位置で OK。そしたらね、配線をつなげていきます。これがコントローラーと、これが燃料ポンプだね。スイッチパネルはここでいいかな。で、今回、そう、リモコンがついてるんで、リモコンで後ろからもピーってできるはず。燃料の配管を作っていきます。この白いパイプとホースと、このバンド。ちゃんとすごいそれ用のホースです。ちょっと寒いからね。おい、ちょっと痛い。よいしょ。OK。よし、こっち側の配管がすべてできました。はい、そしたらもう一本の方を FF ヒーターに取り付けるんですけど、お腹の下、車外から刺していきます。車外にね、つけるところがある。この下にあるんだけど、お腹の下です。見えるかな？ここに差し込みます。熱しすぎた。おーい。よいしょよしょよしょよしょ。これホースね。下から引っ張り出しまーすと。こんなもんかな。で、これが燃料ポンプにつながりますと。今日はちょっと暗くなってきちゃったので、ここまでにします。はい。次回明日やろう。明日もう少し時間取れるかな。作業がね。はい。次の日になりました。続きやっていきます。FF ヒーターはここにあるんですけど、配管ぐるっと回って下から入ります。FF ヒーターの下より燃料ポンプが下の方がいいんだけど、で、説明書にもそういう風に書いてんだけど、多分この位置でも多分大丈夫だと思うんだよね。ちょっとやってみないとわからない。はい。こっちね。タンク側の配線、ここに入ります。こっち向きに燃料が流れます。いいね。よし。このポンプの角度は大事。このぐらいの角度でつけます。どうしようかな、配線。ここにさ、リレー来てて、このメインスイッチ入れると、エアコンの電源入るようになるんだよね。で、エアコンの電源もここのスイッチ入れたらすぐエアコンが入るわけじゃなくて、このスイッチをオンにして、そっちをオンにすると、つくっていう感じになるのね。だからここをオンにすると、こう、常時電源がこう流れるという感じになります。だから、ヒーターも一緒にしてしまって、で、エアコンもこれオンにしてからオンにしないと動かないわけだから、で、ヒーターも、これね、繋いでしまうと、ヒーターってスイッチがないから、オンにすれば動くんだけど、この、オンにするスイッチに電気が来るのね。だから、なんつったらいいかわかんない。メイン電源っていうのがないんだ。FF ヒーター。繋いだら、ヒーターが動いてなくても、このスイッチパネルの液晶は動くから、だから電気がもったいないから、この、せっかく作ったメインスイッチ、この電源のメインスイッチリレーにつないで、動かせるようにしようかなと思います。そうするとバッテリーまでこの配線も引かなくていいからね。配線こんなに細いやつで大丈夫なんだね、FF ヒー。よいしょ。配線が硬いぞ。ここにバッテリーが来るんですよね。だからここに遮熱壁、それから冷蔵庫にも熱がいかないように、ここにも遮熱壁を作ってもいいかもしれないですね。
少しね、でも少しほかほかした方が、これどうせヒーター使うの冬でしょ。バッテリーのところ少しだけほかほかした方がバッテリーは本来の性能を発揮できるとは思う。だからここに遮熱かな。うん。マフラー作ろう。こうだね。エアクリーナー。まあ何ってことはない。ゴミ吸わないように。はい。ではね、一通り完成したというか、一通り組み終わりましたので、動くかどうかテストをしていきたいと思います。動いたらあと配線とかそういうのはね、言われていこうかなと思います。配線を、ね、仮でやってみました。バッテリー1個でも動くはず。よしと。そしたらこれをオン。あ、入ったね、電源。入りました。電源ボタンを押して運転を開始してください。じゃあちょっと燃料入れようか。初給油。じゃあ最初にやることは、手動給油モード。これですね。長押しでエア抜きをします。下ボタン。手動給油モードに切り替わりました。必ず説明書を見ながら給油量に注意しながら行ってください。これでアップボタン。手動給油を開始します。動きましたね。給油を停止する場合は下ボタンを押してください。こっちから入ってくるのは分かりますか？燃料がこういうふうに来ますね。なんかゴミも混ざってる。あ、大丈夫。ここにフィルターがついてる。あ、来たか。なんかポンプの音が変わって、あ、燃料来ましたね。これぐるっと一周回ってここに入ってきます。それまでちょっと待ちます。運転が開始されました。よし。運転を停止する際は再度電源ボタンを押してください。動き始めましたよ。最初にファンが動いて、多分ポンプが動き始めます。そうすると点火です。さあ、ポンプが動いて、ゴゴゴゴゴゴゴって音がしてきましたよ。さあ、燃焼はうまくいったか。こっからは、あ、排気管からはあったかい風が出始めたぞ。とりあえず点火には成功したようだ。おお、出てきた出てきた。あったかい風出てきた。こっちはおお、出てくるね。なんとなくこの風がこうだからか、後ろの方が強いね。前は、あ、でも出てきたな。前もこのぐらいだったら十分だね。匂いもなくなったので停止しましょう。運転を停止します。オフ。ふいーってやって運転が停止します。バッチリだったね。オッケーオッケー、一発でちゃんとつきました。で、この FF ヒーターを取り付けるとき大事なポイントは、最初の手動燃料送りをしないと、つかないです。これ大事。で、あとガス欠した時もこの手動燃料ポンプ送りをしてやんないと、空気がパイプの中に入っちゃって燃料をうまく押し出せないんだよね。このポンプの容量がそんなに多くないからね。ガス欠しちゃっても動くんだけど、これはそうではないので、そこ気をつけないといけないポイントです。そんなこと言ってたらこのフラップ付き届きました。これね、こうフラップが付いております。これによって前と後ろを切り替える、これとこれを置き換えよう。大きさとかこっち大きいな、ちょっと。よし、これ分かんなくならないようにマーカーつけといて、オン。よし、はい、FF ヒーター完成しました。ちょっと配線まだブラブラだけど、ちょっと次の作業もあるので、このままにして次の作業に移っていきたいと思います。今日は走行充電器やっていきたいと思います。でーでーん。よくあるレノジーってメーカーの走行充電器です。走行充電器なんですけど、実は2種類
電気を引き込めます。ただの走行充電器じゃなくて、ソーラーチャージコントローラーっていう、太陽光パネルの電気をバッテリーに制御して送ったりするっていう制御機能もついています。で、ソーラーパネルって、ただつけてその配線をただバッテリーにつなげば、それでいいわけではない。一回ね、こういう機械を通してそのバッテリーに入れるときに、電圧が上がりすぎてないかとか、そのバッテリーに合う電気にこう変換して、ボルト数とかを安定させて変換させてバッテリーに入れていかなければいけません。それを制御する機能と、あとは今回の走行充電器、バスの、これがオルタネーターという発電機ですね。正確に言うとこの当時の車はジェネレーターっていう、どっちだ ?DC か AC かわかんない。交流の発電機がついてるんですけど、それが多分この車は直流の発電機に、直流12ボルトの発電機に変更されているっぽいです。で、ここで発電した電気っていうのは、この一般のメインバッテリーっていうのに、溜まっていきます。はい。で、じゃあこの走行充電器っていうのは何をする機械なのかなっていうと、さっき言った車の発電機ね。車の発電機で発電した電気をそのメインバッテリーだけではなく、こっちにあるサブバッテリーっていうものに、充電していくっていうための充電器になります。はい。別にバッテリーをさって並列つなぎでこっちとあっちつなげばこっちもあっちも充電になるじゃんって思うと思うんですけども、そうなんです。それでもいいんですけど、それだとあっちのバッテリーを全部使うとこっちのバッテリーもなくなってしまって、こっちのバッテリーなくなるとあっちもなくなるみたいに連結してしまうのね。と安心して使えないので、そこをあえてこう遮断することができたりとか、こっちのバッテリーが元気な時にだけ、電気がこっちで余ってる時だけそっちにパスするみたいなのもできます。さらに言うと、ソーラーパネルなんかでサブバッテリーの方が満タンになると、あっちから今度はこっちのバッテリーに電気を送り込むこともできます。だからソーラーパネルつけてて、サブバッテリーがある程度満タンになっていれば、この車の本体のバッテリー上がり知らずっていう風にもできるし、冬場のバッテリー保護にもなります。この寒い時期はね、そういう使い方ができる走行充電器です。はい。で、今は鉛バッテリーのケースなんですけど、これがねリチウムイオンバッテリーになると、こっちのバッテリー、鉛バッテリーとあっちのリチウムイオンバッテリーでその電圧の差が出たりとかするので、昇圧って言ってそっちにこう入るように圧力を上げてあげる、圧力っていうか電圧を上げてあげる必要があるんです。電気も高い方から低い方に流れるっていう性質があるので、低い方から高い方には流れないからね。そういうのを制御する機械です。で、今後リチウムイオンバッテリーに交換することも考慮して、リチウム対応の昇圧充電器としても使えるっていうものを選択してみました。値段がね、1万3000円ぐらいだったかな。そんなに高くないです。これね、30アンペアと50アンペアってあって、発電機とかバッテリーからサブバッテリーを何アンペアで送って充電しますかっていうものなんです。で、こっちのバッテリーが、これは30アンペアのその小さい方にしてあります。はい。多分、この車は、このオルタネーターっていう発電機、多分これ55アンペアだと思うので、約半分を車の方に送ってあげようかと。そのぐらいであれば余裕あるよねっていう感じですね。で、50アンペアにしたところで、多分車本体で使う電気もあるから全部は結局送れないし、全部送っちゃうとこっちの電気なくなっちゃうから、正確に言うとこっちの電気がなくなったらあっちに送らないから、そこら辺は制御できるんだけども、結局そんなに大きいものをつけてもしょうがないということもあって、今回は30アンペアにしております。新しく買った新車のバンテックのコルトバンクスなんかは、このオルタネーターって発電機が130アンペアもあるので、そしたらもう50どころじゃなくて、半分送ろうと思ったら70、65とか70送ってもいけるからね。そんな走行充電器です。うんちくがなくなりました。つけていきましょう。メインのこの後ろのバッテリーから前のバッテリーまで引く配線を買いました。IV ケーブル。KIV じゃない。IV ケーブル。ちょっと硬いやつ。細いから硬くても少々硬くても大丈夫ということで。5.5 スケア。5.5 スケアですね。一応、
30アンペアであれば 5.5 スケアで大丈夫かなと思います。その配線の太さによって流せる電気の量っていうのは決まってくるんだよね。一応この指定が30アンペアのモデルは 5.5 スケアだったと思うので、5.5 スケア買ってきました。エンジンルームからはこう隙間だらけだからどこでも通せるね。OK。こんなに太いやつじゃなくてもよかった気がするな。ちょっと太かったかな。買ってきてしまったから使おう。ちょっと太かったな。そっか。これ、そのまま入れていけばいいや。別にコルゲートチューブじゃなくても、なんかそれっぽい何かでもよかったね。よし、突っ込んだ J。この口のところは、ずれないように、テープで巻いておこう。よし、これでいいね。OK。はい、先ほどまで雨が降っててね、また最近雨多いね。続きやっていきたいと思います。それで、この隙間に穴を開けて配線を通そうと思ったんですが、どうやらここはね、フレームが入ってるみたい。フレームというか、横に、なんかこう、一枚板が入ってて、ここを貫通できないです。なので、ちょっと作り直しだな。バッテリーここに置いちゃってるから、ここら辺配線通せない。前から配線通すと、ここからバッテリーを越えて一回行かないといけない。で、こんなところに穴を開けたくないということで、バッテリーを前に出して、後ろに配線をしまっとくスペースをちょっと作ろうかなと思います。ちょっと作り変えます。よし、じゃあここに穴を開けていきます。ちょっと色違うけど。配線を潜らせていきましょう。なるべく熱を持たないところを通していきたいですね。あそこのフレームにちょうどいい穴あるから、あそこ通そうか。お腹の下をずーっと通ってきました。これ蓋閉まるかな。で、この穴からぴょんと出てきますね。ほい、OK。配線の位置こんな感じになりましたと。あ、ヒューズね。ヒューズを入れましょうになってましたね。あ、これは温度センサーですね。温度センサー。から、これでイグニッションオンを検知するやつだね。はい。アウト。はい。よいしょ。あ、ここにボタンがあって、これでバッテリータイプを分けるんだね。まずバッテリー温度センサー。一番左のコネクタ。これ、イグニッション検知センサー。イグニッション検知ですね。これを。走行充電器は、ここですね。ここにつきます。こうやってやっぱ木だとね、こう、柱にこうやって固定していくのが楽なんだよね。プラス配線の方にヒューズを入れようと思います。ここでいいか。ヒューズ本当はエンジンルームに近い方がベストなんだとは思うんだけど、それだと見れないからさ。
このヒューズ1個はついてきました。もう1個は買いました。買ったっていうか他で買ってたやつを使います。これが走行充電器に入る配線です。はい。そして、マイナスは共通の負荷、すべてのマイナス配線は全部一緒になります。バッテリーに行く配線、これを作っていきます。こっちにもプラス側にヒューズを入れます。機械につながる方だね。サブバッテリーに行くための配線が入ります。マイナスに関してはこれも一緒に、あとソーラーもここに入るんだね。だからこれはバッテリーの温度を測るので、バッテリーにペタって貼ります。はい、寒くなってきたぞ。よしと、カバーがつくとスッキリだね。後ろを通ります。配線、これがイグニッション。これの電源を取りましょう。前に行きましょう。バチとは来ないとは思うけど、怖いから手袋する。見えるかな？見えないよね。西日が眩しくて私が影になる。はい、これ光ってるね。はい、バッテリーとこのなんだチョンチョンはなんだ、チョンはバッテリータイプインジゲーター13ね。バッテリータイプインジゲーターが黄色がついてる12番はサブバッテリーインジゲーター黄色オン、バッテリー電圧正常だね。OK です。よし、はい、バッテリーの方もね配線しました。さてただしと、バッテリーの状態が悪くないから発電するかどうかはわからないね。よし、じゃあエンジンかけてみようか。ニュートラルと乾杯。ちょっと寒くなってきたからさ、温めないと。これが赤。発電赤のついてんの発電機からサブバッテリーを充電しているんだって。ソーラーが入ると点滅するみたいね。はい、 OK ということですね。 OK。 メインバッテリーもちょっと満タンなので充電ちょっと、どのぐらい充電してんのかとかちょっと出てこないので、それはおいおいね使いながら検証していきたいと思います。棚をねある程度作ってしまおうかなと思います。固定もしないといけないよね。このままだとこれで動くから、運転席に転がり込んでくるわけじゃないからいいんだけど、走っててさ、なんかバッテリーとか外れたり暴れたりしたら困るから、ちょっとそこら辺もやっていきたいと思います。よし、まずはついに天板をつけるための準備をしようかな。切っていこうかなと思います。後で小さくしてもいいから少し大きめにしとこうか。140の50でしょ。ちょっと出てた方がいいよね。2センチぐらい出す。56。140。うちの端っこも少し出てた方がいいから、143ぐらいにで切っとこうか。真ん中の分割の分もあるから、で、1センチずつぐらいこっち出てた方がいいよね。あんまり出ると引っかかるから。とりあえずこれで切ってみよう。フィルムを剥がそう。なんか、雨降ってきそうだな。ほい。56。
ここの部分がテーブルになります。本当はね、まっすぐホームセンターとかでまっすぐ本当は切ってもらってきたらいいんだよね。台乗ると圧迫感がさらにすごいね。ワークスペース的にはいいね。本当は2分割にしたいんだけど、パカってそれぞれ結構扉重いしね、2分割にするか。でもそうじゃないとちょっと重いし不便だよね。考えてなかった。ここ考えてなかった全開にするとここに当たるからドアを開けないと全開にはできないんだ。ハサミそれ痛そう。この金具で取り付けます。こんな感じね。でここをこの超ネジで締めてやればいいかなと思います。ね、遮熱壁を作ろうと思ってたんですけど、ちょっと時間がないです。あとちょっと仕様変更も考えているので、これとりあえずね、遮熱、こうやって二重にして遮熱しようと思います。とりあえず今回はこれでいいかな。こうすれば遮熱になるでしょ。この穴と。でここは穴がないし、後ろは貫通してないので、ここにナッターっていうやつで、ナットを埋めれる穴を作りたいと思います。そしたらここにこのナッターっていうやつね、リベットですよ。ここ中にネジ山がついているリベットを打っていきます。取れましたと。でここにこれでこういう風にね、ネジ山ができました。一回両面テープで貼ろう。ネジを入れよう。よいしょ。もう大丈夫だ。かなりもうがっちりだね。はい、外はね、真っ暗になってしまいました。真っ暗じゃないか。まだ薄暗い。でも何時？まだ5時前なんじゃないかな。あ、そうだよ。まだ4時台です。なので、もうちょっと作業したいと思います。いいね。いいね。これかっこいいよね。なんかね。ここのスペースは最初灯油のタンクを置こうと思ったんで。灯油のタンクはやっぱりこっちにしました。またここに来るかもしれないから、ちょっと開けておこう。テストしてみないとわかんない。その匂いとか熱とかね。そしたら、クリアして、ここにつければいいね。よいしょ。パキって言ったら大丈夫。出てない。今回ね、薄いんですよ、板が。試しにダンパーつけてみようか。よし。キュッいいね。はい、ここね、ちょっと配線がブラブラなんで、これだと危ないので、
配線固定用のね、板を作ったので入れたいと思います。こっち側だけ色が塗ってあります。こっちは塗ってないです。貧乏ちゃま。貧乏ちゃま知ってるお坊ちゃまと。ここにバッテリー固定用のバンドをかけるところですね。それを作ります。そしたら、配線を処理していきましょう。はい。少しスッキリしたね、ヒューズ。あとは、最後、蓋をしてと。じゃあ、バッテリー入れていこうか。床にも一応これで固定したいと思います。よしと。これは、これの排気ホース。で、これがバンドですね。これが、インバーター 100V に電気を変換するためのと回って。よし。よし。完成。電気入るかな。あ、入るね。OK だね。よし、OK。大変だったな。棚を作るだけだったんだけど。断熱かっこ仮をやろう。熱かっこ仮で。これで、にして、で、まあ、回せるからね。こうしとこうか。OK。もうちょっと空いた方がいいけど、まあ、両手でやれば大丈夫だね。あ、ここ上にこうかけれるようにしとけばいいんだね。バタンバタン言うから走ってる時に。これマグネットです。マグネットを、と緩衝材になるし、こうくっつく。コット。OK！なんかさ、考えたんだ。壁作ってもいいけど、せっかくこうやって作ったからこれ見えるように、少し半分だけ隠すとかでもいいかもね。こう横にこのぐらいの板を張って、こう、少し中が見えるような感じ。すごい電装系いろいろ入ってますよっていうのをこう PR できるような、アピールできるようなね。そんな感じでもいいかななんて思ってるところです。はい、大変だったな。棚切ってつけて終わりかと思ったけど、この天板、いろいろ、すごい細かいところ、配線、それからこの配管ホースとか、その全部組んでいくの、めっちゃ時間かかった。途中でいろんなパーツが足りなくなってさ、で、買いに行ったりとかもしたりとかしたからさ、まあちょっとここ仮なんで、後でしっかり閉めて、ちょっと、やろうかなと思います。ね、監督。おはよう、起きて、そろそろ行く。もうすでにね、8時になろうと。8時には出発したい。ちなみに車の暖気は終わっています。まあ、距離的には250、60キロだと思うんだけど、走り切れるかな。一応目標は1時に着くことだね。9、10、11、12、1、5時間あるから大丈夫かちょっと窓が曇ってる。それから車がギシギシだけど。行ってきまーす。まずはね、宮城県の神成パーキング、神成若柳神成インターまで、のんびり走っていって、そこから高速道給油をしてね、ガソリンを入れて、
高速道路に乗っていきたいと思います。よしと、給油しました。また燃費測ってみよう。18063で満タンにしました。財布携帯よしと。じゃあここから高速道路です。分解していく中で構造とかも知って、それ以来ね、実はアクセルも慎重に開けるようにしてます。慎重に開けるとね、意外とパワーがないトルク感はあんまりないんでね、やっぱガバッと開けた方がね、グオーボっていうキャブレターの音がしてね、すごくね気持ちいいんだけど、ちょっとそこは我慢でゆっくりゆっくりスローリーに開けていきます。それで果たしてどのぐらい走るか。ただその実際に走った距離とここのメーターねがちょっと 10% ぐらいもしかしたら走行距離計が少ないかもしれない。っていうのは多分他の車もそうなんだけど、スピードメーターって正確じゃないんだよね。実際よりもちょっとスピード出てないの。メーターが60キロだと実際55キロぐらいしか出てなかったりとかするんだよね。だからまあ正確じゃないっちゃ正確じゃないんだよね。カタログ値より燃費がちょっと 10% ぐらい悪いなとかっていうのも、実際は距離は走ってるかもしれない。一応ね、高速道路は実速70キロで走っていきたいと思います。メーターだとまあ80キロぐらい、メーター読みで80キロぐらい、実測速度で70ちょい、70ぐらいで走っていきたいと思います。よいしょ。多分みんな周りの人、そんなんで高速道路で乗っていくのかよ、走っていくのかよって思ってると思う。よいしょ。ピンコンと仙台東京方面。飛ばすね。こんなんでいいかなメーター読みで今80キロぐらい。結構ね、やっぱり車内騒音がすごい。風切り音とかロードノイズとかが結構もろに伝わってきますね。遮音材がね入ってないからしょうがないのかな。はい、ちょっと寒いのでね FF ヒーターつけます。今少し風がつきましたかね。あったかい風がまだ出てこないな。これ今出てるのは現在の室内温度です。車の方のヒーターは焚いています。ただ、不具合が発見されました。こっち上側は出るデフロスター側は出るんだけど、足元が出ない。風がもしかしたら詰まってるかもしれない。帰ったら見てみよう。 FF ヒーターつき始めました。足元にこっちは出るんでね、いいですね。こっちにじゃあちょっと止めようかな。よいしょ。設定温度を24度にしましょう。はい、約5分で設定温度の24度になりました。で現在ね、前と後ろと両方ヒーター出してる感じで、この空間全部を24度に温めてるんですけど、もうあっという間に温まりますね。結構走ってるから寒い風入ってくるんですけど、車内はポカポカです。1枚ね上着を脱いでもいいかなって思ってるぐらいですね。さあ仙台まで来ましたよ。こっからがアップダウン続くゾーンなんですよね。途半車線があるんですが、そこら辺どのぐらいパワーがねあるのか踏んでってみようと思います。JAFだ。
お世話になりたくないな。さあ途半車線ですね。途半車線に入らずに80キロをキープできるかやっていきたいと思います。あ、全然余裕だね。まあここはちょっと短いから次の途半車線だね。続くからね、途半ね、ここら辺。はい、ここからまた途半車線入っていきます。アクセル踏んでいくよ。ぐーっと80キロをキープしていきます。あ、全然余裕だね。途半入らなくても普通に走っていけます。さあ仙台も過ぎてだいたい100キロ走ったので、ここで一回休憩にしたいと思います。車の様子も見てみたいね。今のところは順調です。エンジンを止めるのが怖い気はするエンジン止めるともうかかんないんじゃないかという怖い気はするけども、まあ今日はスピードは出してないから大丈夫でしょう。オイル漏れ、ガソリン漏れないかどうか確認して、タイヤの一応ね空気圧とかそこら辺もしっかりトルクレンチもかけてきたから万全ではあるつもりではあるんですけどね、何があるのかがわからないからね。とりあえずここまで来た。ちょっと疲れたから休憩、車も休憩。やっぱね初めての遠出なので緊張感ありますよね。よいしょ。オッケーオッケー。お疲れ様でした。よしと、高速道路。エンジンは大丈夫だね。ガソリンも漏れてない、オイルも漏れてる感じもしない。端子も外れてない。じゃあ出発します。焼きそばパンとおにぎりをゲットしました。さあエンジンのかかりも心配してたけど大丈夫だったね。ヒーターつけたままだったら車内が30度になっています。さあ10時だね。うわー混んでんな。よいしょ。結構ねこう横風でフラフラします。横風っていうか後ろトラック走るが追い越されたりとかするとフラフラするのと、あとわだちね、わだちに結構取られますね。それ以外は比較的快適かなという。ライトオン。ついてるかなライト。大丈夫だね。東京から私の町までだとトンネルってこの福島トンネルの1個しかないです、東北道は。で中央道、関越道、東名はトンネルあるの？東名はねあんま通ったことないから分かんないけど、まあ東北道はねトンネルが少ないですね。岩手県に入ってからは少しあるのかな。はい、栃木県にやってきました。那須町。残り28キロ、27キロになりましたね。もうちょっとだ。なんとかたどり着けそうだ。245キロ、8324、8324。リッター8、まあメーターが正しければリッター8以上走ってますね今ね。
9ぐらい行くかな、もしかして。西夏の塩原ですね。ここで降ります。途中ね100キロ近くまでちょっと出してみた時もあるんですが、全然順調だね。明日はちょっともうちょっとペースを上げてってみようかね。少しずつこういろいろ慣らしてって様子を見てって、いいところを探っていきたいかな。湘南ナンバー4200円。で給油をしたいんで燃費を測りたいんだけど、ちょっとまだ半分あるんだよ、メーター上。半分ちょい減ったって感じかな。今満タンにしちゃうとガソリン臭くなるのね。で今日は車中泊の予定だから、ちょっと明日の朝、もう今日は目的地すぐそこだから、明日の朝に満タンに帰る時に入れて、そこで結果を出したいと思います。いいか、ここでトイレある。315キロ走りましたから41リッターは 7.68 ですね。 7.68、高速メインだと 7.68 走ることになりました。帰りもちょっと測ってってみよう。帰りも測ってってみよう。次のインターから高速に乗って家まで測って、また帰りの燃費も測ってみましょう。さあ ETC で開くかな。福島県に入りました。とりあえず東北に帰ってきたぞ。よし、ちょっとねサービスエリア、パーキングエリアによってお昼を食べて、お昼を食べると眠くなるから、ミンミンダーを飲みました。家までの距離はあと170キロですね。もう1回ぐらい休憩かな。はい、国見の坂を登りきって宮城県に入ってきました。順調順調。残り距離は140キロ。はい、岩手県に入りました。帰ってきましたね。現在時刻は3時50分です。なんかもう夕方って感じの雰囲気だよね。若干夕焼けしてるし。はい、高速道路降りていきます。4100円です。4330円。さあ給油をしてね、燃費を測って帰りたいと思います。さすがに往復した分600キロぐらい走ったんじゃないかな。計算すれば結構正確なところ出てくるんじゃないかなと思います。よいしょ。よいしょ。ちょっとガソリン満タンにしちゃったから臭いな。お疲れ様でした。燃費計算してみます。302キロ走りました。割ることのレシートが 35.4 割ることの 35.4 は 8.5 走ったね。
帰りは高速の分が多かったからやっぱ 8.5。しかも結構帰り実はメーター読みで90キロぐらいで走りました。最初何歩だったっけ？ 7.8 だったっけ？足す 8.5 は7.8 足す 8.5 は10割る2は平均で高速だと8ぐらいは走るってことだね。そんなことが分かりました。はい、というわけで無事帰ってまいりました。まず燃費、高速道路はパワー感は問題ないね。踏んでいけばメーター読み100キロも普通に出ます。で、途半車線等も力がなくて大変ということはないです。踏めば力出るんで余裕で80キロはキープできますね。踏めばもっと多分出ると思う。で、燃費に関しては高速道路だと8っていうことなので、これからも測っていきます。キャンピングカーとかと同じぐらいだわ。8走ってくれれば我慢できるかな。このぐらいだったら燃費悪いけど楽しいからいいかで済むぐらいかなと思います。皆さんね。キクシンチャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは。キクシンチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。現在はね、なんと那須におります。那須。はい、今日はねこのワーゲンでやってまいりました。車中泊、初めての車中泊ね。今まで取り付けたものをちょっとテストしてみたいかなっていうのがあって、でそれで行ってみたいと思います。道中いろいろ初めての高速道路とかそこら辺に関しては別動画でこの前ね上げたと思うので、そっちを参照いただければなと思います。はい、間もなくですね、今回の、車中泊の会場那須塩原庭床 RV パークというところに到着します。バンタメなんでバンライフエンターテインメントかな。バンタメっていうイベントに来ています。あれよ、手伝いとかじゃない、普通に参加者として来ました。細いな。ここだ。お疲れ様です。ね、バンライフのイベントですから。はい、こんにちは。わかりました。ありがとうございます。はい、到着しました。すごい素敵なとこですね。この赤い砂利とね。キャブコンが多いかな。関東くっついたよ。はい、ではね、受付に行ってみたいと思います。あそこでやるんだね。ここなんか鳴き声が聞こえる。どうした？いいですか？はい。いつもお世話になってます。ありがとうございます。本日はありがとうございます。はい。本日何名様でございますか？一人です。はい。
3回用のリストバンはい、ありがとうございます。ありがとうございます。グッズプレゼントありがとうございます。よろしくお願いします。よいしょ。あそこもう更地になりました。あ、そうなんですね。ようやく。クラファンとかやらないんですか、なんか。クラファンこれからやろうかなと思ってます。その時声かけてくださありがとうございまい。す。宣伝します。っていうか遊びに行きます。ありがとうございます。ぜひこんにちは。うんこんにちは。あ、こんにちは。こっちでね、みんなで準備してる。ちょうどいい。全部で今回はね、50台ぐらい来てるっていう話です。あ、これあれですね、バンライフ的な感じですね。あ、素敵ですね。このエリアは、あ、バナーも。かわいいですね。こちらワイルドだ。でハイエース。ここら辺はなんかホルダーさんって言ってた気がしますね。素敵な RV パーク。あ、これがカーステイさんが販売している車なんですね。これがキットなんですね。自分で作るし、あ、開会式が始まるようです。はい、今回那須塩原まで皆さんご参加いただきましてありがとうございます。主催の、宮下と申します。今回ですね、このバンタメバンライフ×エンターテインメントの祭典バンタメフェスの名前で、やらせていただいてるんですけれども、今回が3回目になります。でバンタメですね、毎回天気予報、先月10月の4日にこれを無事納車していただいて、はい、ノマドのラックスですね。車で、お、すごい。た気がしたんで寝れるんですか？あ、じゃあこの中で寝泊まりもできると。40センチの通路でこうやって寝てあ、じゃあベッド作ってるとかじゃなくて、でこれはもうこれとしてそのまま板が薄くてリベットで留めてるんですね。オリジナルの部分と新しく電装品をやって、まあこういうキッチン類なんか昔の、これは売ってるやつだね。夜も素敵ですね。うちのワーゲンもこんな風にやりたいんだけど、はめ板がこれはちょっとあれだね。薄くて結構小さいっていうか、なんていうの、横幅が小さいやつですね。これがサウナですね。はい、乾杯。自然じゃなかったよ。いや、まあ、そう。はい、お疲れ様でした。こんな感じでね、ベッド展開しております。こっちが頭の方が、そこにパソコンとか携帯、財布、充電関連も、設置できるからいいかなと思います。今ね、FF ヒーターを焚いています。外気温がね、今1度ぐらいですけど、室内は今ね、22度。ポカポカです。で、結露もしてないので、天井とかも。だからいい感じですね。気温1度で、FF で普通に22度ぐらいは持っていけるので、まあいいかなという感じですね。よし、寝ようか。疲れたね。ビール飲みました。いや、レモン牛乳も飲んだよ。ちょっとパソコンちょっといじろうと思ったけど、ごめんなさい。疲れたので明日にしたいと思います。今のところ、すべて順調です。で、携帯の充電とかはそこのインバーターから全部取ってるし、冷蔵庫も冷え冷えだしね。やっぱバッテリー式はね、
ある意味ちょっと楽かな、と思います。はい、おはようございます。いい天気の朝。いい天気の朝ですね。実はここにね、目隠しをする予定で準備をしてきたんだけど、忘れてしまいました、つけるのを。そう、明るいうちにつけとかないとダメだね。寝るときはもう外真っ暗だから、つけるの忘れてしまい明るさで目が覚めた。まあ、冬なんで、もう11月なんで、明るいなーって気づいたときはもう6時過ぎてたんで、よかったんですけど、これあれだよね。夏場だったら4時ぐらいから起きちゃうパティーンだよね。ウェーブヒーターここから出てたんですけど、すげえだからビール落ちてる。こぼれてる。おいおい。車の気温が今25度。25度になってるので、ずっとこの温度だと、寝袋あれば全然大丈夫だね。なんかカメムシの匂いがするな。もしかして入ってきてる？ベッドがあって、ここにテーブルがあると色々できるね。寝っ転がってパソコンもできるということが判明したんだよね。いいよね。はい、今回のね、ベッドの仕様なんですけど、前回のキャンバケと同じように、このイレクターのフレームに時間がないので、ホワイトボードにこの布団を上に敷くという感じにしました。ちょっとホワイトボード曲がってきたな。やっぱダメだね。ちゃんと専用のものを作らないといけないですね。ベッドを出した時のここのスペースに、この荷物が入らないということが判明しました。大きさがね、合わない。そこら辺も苦労。だから、布団の上に乗せちゃうと狭くなるし、布団汚れちゃうから、置くとこがないんだよね。で、ここにはこうやって、カバンとかお土産とかが、こう、置かさるって監督がいるって感じでしょ。だからちょっと置き場とかを考える。上でもいいし、ただここは使いたくないから、ここに入る大きさのもので、真ん中にヒーター来るからそこの出口を塞がないようにとか、ちょっとそこら辺を考えてみる必要があるなっていうのを今回分かりました。電源はね、ここで使いやすい。電源はここで使いやすい。こうやって上に出せばいいからね。灯油の量ですけど、一応満タンまでは入れてないのね。だいたい満タンが5リッターだとしたら4リッター入れてきて、で、来るとき高速道路で使って走りました。で、夕べ、何時から炊いたかな ?11 時ぐらいから今、間もなく8時なので、9時間ぐらい炊いて、だいたい寒かったからね、今朝は。消費が 1.5 リットルから2リットルっていう感じだね。そのぐらいの消費でした。今もね、全開で動いてます。はい。いろいろやっぱやってみないとわかんない。で、ここ。汚れてるでしょ。靴置きが欲しい。ここに、靴を置くための何か汚れてもいいものを貼ってもいいよね。それも思いましたね。こういうね、はしごがあってもいいなあ。でもエンジンルームもあるからね、うちのはね。ちょっとね、いろいろ工夫していきたいと思います。冷蔵庫の冷蔵庫電源切れてる。0度になってる。止まってるんだね。83%。やっぱ寒いから全然減ってない。野菜ジュースを飲もう。よくありますよ。もちろん。ように、ゆっくりまずはこう吸ってでこうゆっくり吐いてください。最初はグー、じゃんけんぽん。負けた。させていただきましたが、また来年は日本のどっかでお会いできたらと思いますので、ぜひまた来年のバンタムでお会いしましょう。はい、ということで今回本当にありがとうございました。ありがとうございました。で、帰るまでが皆さんバンタムですので、はい、お気をつけて、はい、また那須の観光も楽しんで、はい、帰ってください。本当にありがとうございました。ありがとうございました。よし、片付け終わって監督よしと。じゃあ、ありがとうございます。
とうございます。ありがとうございました。またお願いします。じゃあはい、またお願いします。はい。はい、じゃあありがとうございます。じゃあありがとうございました。はい、無事イベント終了いたしました。楽しかったね。なんかね、普段キャンバケでは会えないみんなとも会えたりとか、やっぱそのイベントの色っていうのがあって、そのイベントごとにやっぱり来る人って違うからいろんな新しい出会いがあったの嬉しかったですね。やっぱワーゲンって来てよかったわ。だからワーゲンのイベントにも行ってみたいね。前回のキャンプでね、いろいろ分かったこともあります。今日はソーラーパネルだね。ソーラーパネルのせるのやっていきたいと思います。でね、スペアタイヤをあそこに積んでいます。はい、やっぱりスペアタイヤあった方がいいけど、そもそも使うもんじゃないので上でいいかと。で、後ろは下ろしやすいんで、後ろからすぐボンと下ろせるから、この位置だとね、脚立使わなくてもこうバンパーに乗ったりとかすると取れます。よし、これソーラーパネルね。で、ソーラーパネルの配線っていうのはここにあります。これをソーラーチャージコントローラー、走行充電器につないでいきます。走行充電器っていうのはこれね。こいつです。これのここの横っちょに配線を挿すと、太陽が出てる場合にはここを充電してくれるってことなので、ほっとけば充電になってるということになりますね。今の状態だと出かける前に充電をしておくか、走って充電するしかないんだけど、走る距離が短ければ充電にならないし、事前に出かけるのが分かってれば事前に充電しとくんだけど、急に行こうぜっていう時に、じゃあ行くって言った時にはもう使えないってことになるので、ソーラーを積んどけば絶えず充電をしてくれます。で、前にねお話ししたかもしれないんだけど、こっちのバッテリーが満タンになった場合に、こっちのメインバッテリー、エンジンの方のバッテリーにも、充電してくれます。なのでこれからの寒い時期なんかに、そんなにワーゲン毎日乗るわけじゃないんだけど、だからバッテリーがね、やっぱり寒いとどうしても弱っちくなっちゃうんだけど、そこに絶えずこう充電しててくれるので、冬のねそのバッテリーの保護にもいいかなと思っています。はい。で、この追加配線がこちらですね。このソーラーパネルはこれなんていう名前なんだっけな。多くのパネルがこの規格のカプラーを使ってます。これは防水なんだよね。これこうで、これこう。ほぼで、これね、ボーGRV さんっていうところから買いました。ボーGRV さんは、結構大きいメーカーで、ポタデンなんかもやってます。キャンバケ関東の時に、来ていただきましたね。商品紹介で来ていただきました。の、ボー GRV さんのこの配線を今回使っていきたいと思います。パネルはね、レノジーのパネルです。走行充電器と一緒のメーカーね。うちのアトムとかもこのレノジーのパネル使ってます。比較的安くて長持ちするし、充電量も十分だし、いいかなと。で、あとこれを車内に引き込んでいかなければいけないんですね。どっかに穴を開けるか、こういう隙間を通すか、だよね。隙間通すのはやっぱ雨漏りの原因にもなるし、雨どいついてるからここに穴開けなきゃいけないので、ちょっと申し訳ないんだけども、ズキュンと行こうかなと思います。そんでね、屋根をズキュンした後に、ただ配線ブラブラだと危ないので、これ
これキャンピングカー用のソーラーパネルをつけた時に室内にソーラーの線を引き込むための道具。これを屋根にポコって貼っつけて、ここから線をこう中にこう引き込む。だからここに穴を開けてここから通すみたいな感じね。ちょうどこの線がこうぴったり入るようになって、ここがしぼまさって、でこれがぴったりになって雨が入りづらいと、いうような、こういうのがあって、1000円ぐらいね。はい。で、実は新しく買ったキャンピングカーにもつけようと思って2個買ってます。2個買ったから白。色塗らないとかっこ悪いね。よし、じゃあまずは位置合わせとかからだな。いいじゃん。全然いいね。金具でこう止めていきたいので、これだといいね。ちょっと横の左右の長さを測ってみよう。こっち側がネジのとこまで20。こんなもんでいいか。下から見た感じの違和感も、ここだとあんまりよく見ないとソーラーパネルついてるってわかんないよね。そう、この下に入れたらいいんじゃないのって言ってた人いるので、意外とここの隙間が少ない。貼り付けタイプだったら、この下にも入れれるんだけど、このバーがあるから、雪かきすんのがね、やっぱ上に乗ってた方が雪かきは楽だね。これから雪降るからね。私、貼り付けたくはないわな。やっぱり屋根をさ、白く塗りたくなりましたとかって言った時にさ、剥がさないといけないからね。それは大変。ここにメインユニットがあって、配線がこれだから、2列目の真ん中あたり、さっきの配線ボックスをその下につければ、外からは見えないから、ワーゲンのデザインを崩さないで済むかな。じゃあ、ここに、マークしていこう。ここが約16ミリね。で、これ、16。これで止めていこう。これで止めていこう。ここと、ここと、片側4箇所でいいね。天井に穴を開けるのはこの列の真ん中あたりだな。ここら辺だね。これ空箱、同じ大きさだから。ソーラーパネルちょっと落としたら困るから、これをここかな。乗っかれないよね。危ないよね。柔らかい。進行方向的にこうだね。よいしょ。そっちからこっちまで。よしと。穴開いた。ごめん。とりあえず22ミリあればいいかな。開いた。ごめん。塗装しとこう。下に垂れてもいいように紙は引いてあります。はい。で、これちょっと白くて色合わないから、色塗ろうと思います。足付け、傷をつけてます。表面に超細かい。色塗りやすいように。プライマーですね。下塗り用。色がよく乗るようにするやつ。塗料さ、去年、一昨年になるのかも。ベスパの時にさ、たくさん買ったのにさ、寒いところに置いてたら凍っちゃったんだよね。凍って使えなくなっちゃった。
っていうのがあるので、今は暖房の効く部屋に置いています。よし、ちょっと乾かしてからまた塗ろう。こっちにこのスポンジをこの裏に貼っておきましょう。これペン書けないからさ。よいしょ。お、結構弾力があって。よいしょ。なんかはい。まあちょっと雑だけど見えないし、後から塗るからいい。じゃあ、ここにコーキングをしてベタって貼っていきます。今回使うのは変成シリコンシーラントですね。透明ないのかなあ。鼻から。こんなに持ったらめっちゃ出てくるんじゃん。このぐらいで、やばい。このぐらいで、この位置に合わせてと。下穴は開けてあります。汚くなっちゃう。うん。あとこれを入れていくんだけど、結構手強いな。通らないかもです。あ、出せたけど、これはまずい。段取りが悪い。段取りが悪い。よしよし。よしよし。したら、これね、カプラー。ここで締めましょう。これをくるっと締めると、ここからは水は入ってこないと。ギュッとな。コーキングまで。コーキング。ここはコーキングしなくてもいい。ここコーキングするポイントじゃない。後で色を塗ろう。よいしょ。これキュッとこの中にゴムが入ってて、こうキュッと締まるようになってるので、基本的には水は入ってこない。ここもコーキングすれば完璧なんだけどね。はい、とりあえず上を乾かしてる間に、配線ね。これにしようか。ここに貼るか。うん。まあちょっと後から変更になるかもしれないけどね。と。よし、少し長めに取って、
かでつなげてもよかったんだよね。よいしょ。乾いたかな。よいしょ。塗ってくか。そう、この前テントどこに積もうかなっていうのを考えて、テントここに積むことにします。22.5 センチだから、もうちょっとそっちにつけとくか。じゃあネジを一通り入れたので、どうしようかな。ネジロック入れて締めていこうと思います。はい、というわけで無事完了しました。あんまり目立たないでしょ。いいよね。本当はさ、真ん中につけようって目立たない、目立たないように真ん中につけようと思ったんだけど、前回キャンプをしてきてタープテントね、こういうやつ、これをどこに積むかっていう問題があって、でそこの縦のスペース25センチ空けたので、うちにあるタープテント一番大きいやつ33メーター ×3 メーターが22センチなので、25センチあれば入るだろうと、むしろぴったりだよねっていうことなので、そこにこう入れることを想定しました。あと前側もちょっと荷物積めるし、タイヤちょっと余計させればそっちも積めるので、そこも含めてね、いろいろ工夫していきたいと思います。柔らかいものであればソーラーパネルの上にも積める。でもそれじゃ充電できないからね。いいですね。ソーラーが効いてて、なんとそうサブバッテリーが満タンなので、ここがこうゆっくり点滅だと、今メインバッテリーを充電していますになってますね。いいですね。素晴らしい。というわけで、結構実はね、簡単そうで大変で3日かかってます。取り付けるのにもちょっといろいろ後ろからネジを入れたり、ネジロックを全部つけてとかっていうのをね、結構細かい手間がかかりましたけども、さっきも言いましたけど、今ね、ソーラーから、メインバッテリーの方をちょっとね、充電してくれてたりとかするので、この寒い冬に向けてね、車トータルでの電力事情に関しても、いい感じかなと思います。なんかいいよね。こっから見るとなんていうの？この工作車っていうの？図工室みたいな、技術室みたいな感じでかっこいいよね。はい。ちょっとここのスペースとかも、次回はね、まだこの外部充電器、この家とかから電源を引っ張るやつをまだつけてなかったので、これをつけていきたいと思います。そこまでいけば電源系は終了かな。内装作業に入ろうかなと思います。なかなかあれだよね。この外装まで手がつかないよね。この前もみんなにボロいねって言われて、かわいそうなので直したいなとは思ってるんですけど。あとね、このダッシュボードね。ダッシュボードがやっぱ錆びててみずもらしいので、ここもちょっとなんとかしていきたいなとは思っているところではあります。外部充電器を取り付けていきます。取り付けていきますっていうか、もう機材はね、ここに取り付いてます。もうすでに。これが外部充電器。バッテリー充電器ですね。何をするものかというと、これ、単純に 100V コンセント。家とかのコンセントにつなぐと、この充電器によって、このバッテリーを充電するという。普通ですね。普通。バッテリーが上がったりすると、よくこういう、充電器で、車のバッテリー機充電したりとかしますよね。基本的にはそれと同じ構造になっています。ちょっと違うのは、このバッテリーなんですけど、これね、
キャンピングカー用のディープサイクルバッテリーというバッテリーで3個ついてるやつね。で、普通の、車のバッテリーっていうのは、エンジンを、かけたり、中で電気製品を使うために使うんだけど、だから充電をしながら放電をするみたいなのに特化してるバッテリーです。絶えずこう充電をしつつ絶えず放電をするみたいな。それに対してこっちのこれは、携帯電話のバッテリーとか、あとは充電する電池あるでしょ。あれと一緒で、こう、充電したらこう、ずわーっと充電して、バーっと使って、放電して、またなくなったら充電して放電をするっていうのを繰り返す専用のバッテリーです。だから電池だよね。本当の電池みたいなバッテリー。ちょっと形とかその端子とかはそっくりなんだけど、そもそも、使用目的が違うので、中の構造とかもちょっと違うんです。これはそれ用の充電器なんだけど、そのバッテリー充電器っていうのはしっかり今バッテリーがどのぐらいの残量を残ってるかによって、その充電する量、入れる電気の量とかっていうのを調整してくれます。ポータブル電源とか持ってる人はわかると思うんだけど、最初ってあんまりゆっくり充電してって、10% ぐらいになるとギューンって充電するんだけど、また 80% ぐらいになってくるとちょろ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 っていう風な感じ。水道で、こう、蛇口を絞ってさ、こう、コップに水を入れようって思ったら、さ、いきなりバーって開けるとザバーってなるから、最初ゆっくり開けて、だんだん開けていくでしょ。で、満タンになりそうになったら閉めていくみたいな。それと同じようなことを、このコンピューター制御で調整してくれるのがこの機械です。はい。で、これを、外からね、給電しやすいように作っていくというのが今回の作業になります。一般的なキャンピングカーも、ここら辺についてるこのボルトマークがついてて、ここら辺にこういうのがあって、こっから100ボルトにこうつなぐのね。こっちの車もついてるよ。これね。これパカッて開けると同じようなのついてて、こっから100ボルトのコンセントにつなぎます。それによって、例えばキャンプ場とかオートキャンプ場とか RV パークとかだと、こう、ついてるところあるんだよね。コンセントがキャンプサイトにね。そこにこうやってつなぐことによって、中の、家電類とか、例えばエアコンなんかっていうのを、つなぐことによって無限に使えるよっていうことです。別に窓の隙間開けて、そこからこう、コード出してつないでもいいんだけど、虫入ったりとか寒かったり、雨入ったりとかするでしょ。そうならないように、こういう専用のね、こういうカプラーがついていたりとかします。延長コード、延長コードと、あとこれみんなに教えてもらったよ。タイタックテープ。自己癒着性絶縁テープね。うん。これ防水とかするならこれいいよって言ってたの。これ買ってみました。これが、配線のカプラーですね。これ、車体側にこういうキャップをつけといて防水なんだけど、これもちゃんと防水になってるね。で、これが、メス側。2個、こうか。こうだね。これで、こうすることで、電源のこうカプラーがつくよというような構造です。これをどこにつけるかだよ。これを。で、私の経験上、運転席側の方につけたい。運転席側の方にね。なぜなら、運転するときにその外部コードをついてるの忘れて走り出してしまってブチって切れている人を見たことがあるから。私はないです。まだやったことはないけど。本当はさ、こことかにこうついてるといいんだけど、突起物のルールと、あとここフレームなんだよね。フレームは穴開けたくないよね。で、こことかにつけれればベストなんだけど、これさ、スライドドアだから動かすんだよね。で、逆に言うと、このスライドドアをスイングするから、こう、スライドするから、いずれこの、給油口のところまでは、これをつけても配線を出し入れできないです。となると、このお尻か、この下でもいいかもしれないね。ここでもいいかもしれない。このフロアラインの下だったら、突起物のルールも関係ないんだ。ただ、水しぶきをかぶるのね。思いっきりもうフロアの下にここら辺につけてもいいのかもしれないな。よし、こんなものを買ってきたので、これを使ってみます。
けるか。20ミリ開ければいいんだね。いったか。よし、穴開いたね。オッケー。で、ネジを入れてと。ネジロックかけとくか。よいしょと。オッケーと。で、雨用のコード。雨の時使えるコードです。こっち側を外部につなぐソケットにつなぎます。で、こっち側を内部につなぐんだけど、何メーターにしよう。37ぐらいにしようか。これすごいよね。よいしょ。ここで、いっと。でこういうやつですね。ちゃんと、中に配線2本あって、それをこのすごくぶっといゴムでカバーされているタイプ。よいしょと。ここにある既存の穴ね。既存の穴があるので、そこからこの配線を追加で通します。よいしょ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 。ナッターですね。久々の登場。はい、取り付け位置はここにします。こんな感じで取り付けたいと思います。出具合とかはちょっと後で調整だね。ハンダ付け得意じゃないんだよね。よいしょ。よし、こんなもんでいいかな。タイタックステープ、自己癒着性絶縁テープ。これで少しかなりぐるぐる巻きにしていきましょう。よし、これでもかっていう、かっこ悪いけど見えないからいい。これでもかっていうぐらい巻いてやった。うん。せっかくハンダごて温めたから、こっち側もやっちゃおう。これ、垂れた。熱伸縮チューブね、入れてと、これで撫でるとしぼんでくはず。きたー。このリング入れ忘れて、もうやり直せないから、ここごめん、切っちゃいました。ここつなごう。ハンダでここつなごう。はい、完成しました。いいよね。ちょっとブサイクになっちゃった。すいません、ちょっと、これでガッチャンコってやって、これでこうつなぐと、中と外がつながるよという感じになりました。ね、ちょっと、狭いな。よいしょ。もう一箇所。下回りね、配線の方を無事通せました。これは蓋の中を入る感じになります。で、蓋からもしっかり蓋のところでも止めるので、今後そこでなんでブラブラくることはないでしょう。ここにつける配線をね、作っていきます。大きさはちっちゃいやつで大丈夫だね。ちっちゃい端子で大丈夫ですね。よいしょ。よし、OK だね。で、こっちから通してもいいんだけど、かっこ悪いから後ろから通します。よし、
配線がいっぱいになってきたね。はい、配線終わりました。だいぶ配線も増えてきちゃってごちゃごちゃになってきたね。キャンピングカーのビルダーさんの作る車って配線結構すっきりしてるんだよ。こんにちは。配線ここにあるんだけど、ほらこういう風にね綺麗にまとまってます。こんな感じでね綺麗にまとまってます。でこれはなんでこんなに綺麗にまとまるかっていうと、どこに何をつけるかっていうのがもうすでに決まってるわけ。何のパーツを何のパーツ。そうすると、で、場所も決まってるから、配線の長さももう事前に決まってるわけ。だから、先に、配線のなんていうのかな、伝送品のパネルを単体で作ってしまうみたい。この板とかに。もうだから必要な分だけもう分かってるから必要な分だけね。切ってそこに合わせて切っていくから、こういう風にぴったりになるんだって。我が家の車なんかは行き当たりばったりで次々物をつけてって、しかも仕様変更しながらつけてってるわけ。これつけたらこっち足りないからやっぱこっちの場所ね、バッテリーの位置はやっぱずらすとか、そういうのが最後に分かるというか、そういう風にやりながら調整してってるので、どうしてもごちゃごちゃになります。だから配線の長さもやり直すことを想定して結構余分に取ってあったりとかするんだよね、長さをね。だからどうしてもそれがこうぐちゃぐちゃ、通すところとかも決まってないから、今みたいにどこ通したらいいかなみたいなのを後から考えるから、こういう風にごちゃごちゃになるんですね。はい、なるべくすっきりはさせたいよね。外部充電ソケットについている配線、外部充電ソケットから来ている配線に走行充電器の電気をつけます。これもあれだよ、こんなにさ、正直このユニットに関してはこんなにでかい外で使うわけじゃないから、カップラーじゃなくてもいいんだね。よいしょ。またこの配線がさ余分なんだよね。バッテリーがテストしたいんだけど満タンだからエアコンをマックスでつけよう。電源が入りました。電源ボタンを押して運転を開始してください。はい、頑張ってね減らしてます。超冷たい風出てきてるんですけど、冷やすと冷やすで今度はソーラーが入ってきちゃうんだね200ワット積んでるから、ちょっと曇ってくれ電気を使いたい、曇ってくれ。 87% になりました。なかなか減らないね。ソーラーからもう今充電が入ってるんですソーラーからもね充電が入っちゃってるのでなかなか減らないんだよね。で80何%に来たんでいけるかなと思います。これをくるくるっと回して移してここか、よしよし、ロックになったよ。ここ見ててね、あれついたでしょ。でここも光ってます。これで外部電源 100V のコンセントからこのバッテリーを 12V で充電しています。確かね20アンペアぐらいだったと思う。あんまり速くはないんだけど、しっかりねこれで充電になります。はい、というわけで今回外部充電器をつけていきました。ソーラーパネル、走行充電器、外部充電器と3種の神器揃いましたね。買ってきた新車よりねもうすでにワーゲンの方が電装に関しては強い、そんな感じになっています。電動エアコンもついてるしね、 FF ヒーターもついてるんで、マックスファンがついてないけどマックスファンはつけない予定です。はい、というわけで電装揃いましたのでね、次の作業は内装の方にね移っていこうかと思います。で僕らのところはちょっと今は溶けましたけど、ちょっとね山の方行くと雪あるみたいなのでちょっと行ってみようかと思います。お前は犬かという寒すぎるな。ちょっと
FF ヒーターでもつけるか。3度3度です。運転が開始されました。こんな寒い日でも普通にエンジンかかんのかな。パッコン。よいしょよいしょ。おお、かかったかかった。大丈夫だ大丈夫だ。調子いいね。少し暖気しないといけないかな。よし、じゃあ出発してみようか。 FF ヒーター焚いたんで13度ですね。車内はあったかい。よいしょよいしょ。あ、よし、じゃあ行ってみたいと思います。ちょうどガソリン臭かったからいっぱい入ってて。はい、改めましておはようございます。雪がちらちら舞ってるね。寒い朝になりました。今年初雪、この前の那須の朝よりはちょっと暖かいんだけど、雪が降ってて天気が悪いからちょっと寒いね。今 FF ヒーターをつけて、車の暖気を10分ぐらいしました。なんと車内の温度は18度。ポカポカだね。同じ市内なんですけど結構広いんです。でちょっとね、山手の方にやってきました。周りがね白くなって、屋根も白くなってますね。 FF ヒーター現在の気温は23度です。実はね、気温が上がんなくなってきました。きついか、もしかして走ってると寒いのか。でスタッドレスタイヤは履いていますので、そこは心配はないんですけど、一応ね道路は凍結してるかもしれないので気をつけて走っていきたいと思います。車めっちゃ雪積んでる車来てるはい、周りがねだんだんこう白くなってきました。でこの先秋田県に抜けれる道路があるんですよ。ここ国道なの。国道342号線というところを走ってるんです。僕の町と同じ市内なんですけど、ここから普段夏場は秋田県に抜けれる、東成瀬村っていうところね。でそこから湯沢市っていうところかな。菅総理大臣の、出身のいちごの畑があるところね。そこに抜けれる道路があるんだけど、そこは普段冬は通行止めになります。交通量と除雪の大変さの割合からもう閉めちゃって行けなくなります。岩手県と秋田県はこの国道を通ってそっちに行くことはできなくなります。おお、なんか怖いぞ、道路が怖いぞ。気をつけよう。葉っぱと雪のコラボレーション。橋は危ないな。橋は雪が乗ってるね。気をつけないとね。地面があってアスファルトがあると地熱でちょっと温まるんだけど、ああいう橋はさ、下も空気が流れるから寒いからね、気をつけないといけないな。またやっぱり橋の上はね、道路に積雪があるよ。現在の気温はなんと0度です。ただいまの気温0度となっております。でついにね、アスファルト路面にもついに路面に雪が出始めました。おーっと気をつけよう。おー、ちょっと凍ってるね。気をつけないと。危ない危ない。はい、冬季全面通行止めということで、こっから先はね、一関市玄美町新湯地内から須川温泉秋田県境まではね、なんと春まで通れないということになります。すごい、もう冬だね。冬ですね。
なんか黄色い車来たから避けようか。黄色い車は何をしているのかな。黄色い車は点検だね。去っていきました。でここら辺はね結構雪が深くて、最盛期にはこのあれよいしょ顔が顔がこれね埋まります。このぐらいまでね雪が降ります。ミニカーみたいだねって、この100キロテストをした時のキャンプ場ですけども、もうわかるかな、ちょっと入れないけど冬囲いしてあるんだよね。窓のとことかにもう板を張って、このもう埋まるから、屋根の軒ぐらいまで雪が積もります。3メーターぐらい、2メーター3メーター積もるので、3メーター近く積もるので、しっかりね雪囲いしてあります。足パンパンしないと久しぶり、足パンパンするの。頭から入ってきたのはいいけど出れるか。よいしょ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 。大丈夫か。結構トラック危ない。こんなところでエンジンかかんなくなったら終わる。後ろエンジンだから結構トラクション、おお滑る滑る、トラクションはいい。あおわ滑るな、おほほほほ滑る滑る。よしよし、これは寒い寒い、帰ろうか寒いね。岩手県のね冬の厳しさがね伝わったかなと思いますよ。さあ帰ろう、安全運転で帰ろう。まあこんなところで工事は大変だ。電線だね、岩テックさんだから。よいしょ。はい、少し降りてきたよ。ここねすごいんだ。ほら川がね青いグリーンなんだよ。この川の先に餅がこうビューン、餅じゃない、団子がビューンって飛んでくる厳美渓があります。なんかいいじゃん、いい雰囲気じゃんヘッドライトがさちょっと LED なのがちょっと違和感があるかな前の車さ屋根とか後ろの窓にさ雪積んだまま走ってるけど、あれって寒い時はいいんだけどくっついてるからね。これ車内が温まってきてすると天井と雪の積雪の間に水の膜が出て、ブレーキとか踏むと全部前の
窓のところに落ちてきたりとかして前が一瞬で見えなくなっちゃったりとかするんだよね。すごい危ないんだ。でレンタカーだから多分そういうの分かんないんだと思う。ここら辺の人じゃないのだろうからね。皆さんね必ず雪はね車から下ろしてからね走るようにしてください。初めて特にこっちの東北の積雪時期に特にね初めて東北に来る人は。はい、というわけでもう雪が降りましたのでいても立ってもいられずに遊びに来てしまいました。皆さんもうこれからの時期この東北特に岩手県北東北ね、これからの時期このやっぱ東北に来る場合は必ずスタッドレスタイヤ冬タイヤね用意してから来てください。いやある日いきなり朝起きたらこういう風になってたりするからね、事故とかにね合わないように楽しんでね遊びに来てほしいので、気をつけていただけたらと思います。皆さんのね参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。一応ね下回り洗車しておきましょう。山屋っていうお酒屋さん知ってる？みんなのところにもあるかな？我が家は結構山屋に行くんだけど、今日ね買ったらこれ木箱売ってたの、山屋で。これワインを入れる木箱だよね。多分本物。もうかっこいいなと思って買ってきました。多分これ開けた跡があるでしょ。12本多分入ってるんだよね。で輸入されてくる、箱。このラベルとかもさついててかっこいいよねと思って、段ボールで最初買ってこようと思ったんだけど、もう木箱も買っちゃおうと思って木箱買ってきました。きっとワーゲンにさ今この JR 貨物のこの入れ物使ってたんだけど似合うよね。これ小物入れにしたら似合うよねと思ってで買ってきました。本物だもんだって。きっとドイツもさワイン有名でしょ。やっぱヨーロッパといえばワインで世界中でさもうワインこの木箱に入ったワインもきっとさこのワーゲンバスは全世界でこう運んでるよね。それこそブラジルとかチリとかさあっちのなんていうの新世界のワインの方とかでもきっとワーゲンバスは世界中でこうやってワインの樽を運んでる。ワインの樽も運んでるしワインの瓶も運んでたんだと思う。というわけでちょうどかっこいいのでこれを少し加工して小物入れにしていきたいと思います。でこれね現状やっぱ持ち手がないからちょっと持ち手をつけたいなと思っています。持ちづらい、すごいぴったり作ってあるから。でこれねちゃんと焼き印なんだよ。焼き印が入ってる。ドルチェ&ガッパーナみたいな。どこのメーカーかな。ドイシーダエンシャトードイシーダエンはシャトードワジデーヌって呼ぶみたい。ここは、バルサック地方フランスのボルドー地方にあるバルザック地区っていうとこみたい。ちょっとこっちも調べてもレペティット・デュクルーレペティット・デュクルールプティ・デュクリット・デュクリュっていうやつなんだね。ボルドーの方だね。こっちもボルドーだ。両方ともボルドーなんだね。よし、これを使ってねちょっと小物入れを作っていきたいと思います。あと見てこれフォルクスワーゲンでこれ足場だ。足場よいしょ。よくある椅子とかのこう折りたたみのこう足場になるやつ。座れるし踏み台にもなるやつね。ドンキで買ってきました。これちゃんとあれだよ、ほらキラキラしてるでしょ。ライセンス商品です。1500円です。はい。公式ライセンスステップラダー。荷物取ったりとか上のものをこう取るときにこうやって取ったりとかするのに使えますと。タイヤ取ったりするのに使えますというやつですね。あとね新しく買ったキャンピングカーのステップの1段目が今回の高いの。アトムの方はさ低床車をベースにしてるから室内に入る1段目が低いんだけど新しく買ったのちょっと1段目が高いから
何か買おうと思って、かわいいよね。うん。買ってまいりました。はい。ちょっとこれで本体の改造だけばっかりしてたからさ、なんかこの前キャンプに行ってなんかいろいろ可愛いグッズとかも作りたいなと思ってたので、今回はこれをやっていきます。これはね、ビール。ハイネケンマグナムボトルだよ。うん。両方ともハイネケンビールです。これは取れたてホップ。東北ホップのやつ。今週キャンバケだからさ、なんかこれ持ってってみんなで飲もうかなと。とりあえず忘れないように冷蔵庫に入れておこう。ワーゲンで行くわけじゃないんだけど。入んねえじゃん。ハリボー好きなんで食べながらやろう。ハリボーはどこだったっけ？ドイツのボンっていうところにある会社が作ってるお菓子だね。海苔がついてるんだ。多分テープなんだね。ラベルとかテープがついてた。ラベル剥がし、ライジン。ちょっとベタベタするから。こっちの、ここら辺ベタベタする。ここに。ちょっと角が、やっぱり業務用だから、すごくこう、目落とししてなくて危ないから、ちょっと、噛みやすります。次は取っ手を作ろうと思います。本当はここだけど、ここにマークがあるから、こっちの方がいいかな。こうじゃないよね。こうだよね。じゃあこの椅子のね、こう持つと、これがちょうど多分取っ手に良い形なんだと思う。よいしょ。やっぱマークのところちょうど穴になっちゃうね。オッケー。よし、オッケーです。いいよね。かっこいいよね。これだったらさ、なんか、ランタンとかさ、なんかね、こう、いろいろ入れてっても、合うものないな。消火器とかしか入ってないな。ね。ここに置いてても相性いいよね。と思います。で、天井が、木が入ります。杉ね。これは何の木なんだろう。目的には杉っぽい感じもするし、匂いもさ、杉っぽい感じがするんだけど、ヨーロッパなんちゃら杉とかかな。一応ね、こう、はめ板が、こういう風にね、貼ろうかなと思ってるわけですよ。こんな感じで、よくある、キャンピングカーみたいな。杉でやろうと思ってたけど、ちょっと黒っぽくなって赤っぽくなってきたかな。で、この隙間に断熱材を入れていきたいと思います。これあれなんだね。一回クリアとか塗った方が多分いいんだよね。ここにね、こう、どうやって固定するかが現在の悩みどころで、微妙に長さがここが足りないんだ、1本だと。そこをどうするかっていうのもまた、ちょっと考え中の部分ではあります。はい。ちょっと最近のんびりですけど、あっちのキャンピングカーもやりながらね、こっちもやっていきたいと思いますので、また見てもらえると嬉しいです。よく見るとさ、高さ違うんだね、微妙に。
瓶の形とかも違ったのかもしんないね。だから揃えて買ってくればよかった。もう一回行ってきて4個ぐらい作ろうかな。500円で売っててさ、なんか自分色に作り変えられる。色塗ってもいいと思うんだよね。結構頑丈だし、いいんじゃないかなと思います。皆さんのところの山屋さんにもね、もし売ってたら買ってみて、家でも使えると思うので、やってみるのもありだと思います。特にワイン好きの方とかいいかもしれないですね。年内にね、内装は完成させたいな。本日12月6日になっております。で、ここにね、この、はめ板を貼って、中に断熱材を入れるっていう計画は前に、お話ししたかと思います。ちょっとね、なんかもっと薄いやつもあるらしいんだけど、まあ、近くで売ってるやつはこれなんですよ。で、近くで売ってないやつだと、足りなかったりとかすると買えないので、やっぱ、何を、こう、重視するかっていうと、近くで売ってるやつね、を重視しております。まあ、今日一日ではできないだろう。で、屋根の長さを、ここから、ここまでだよね。ここまでを板を張りたいなと思います。でね、よいしょ、ここで、だいたい2メーター40あります。で、この木がね、2メーターなので、本当は同じ長さだとぴったりもうそのままペペッと貼っていけばいいんだけど、そうはいかないので、はめ込めるようになってるからはめ板だよね。そっから40センチのところにこう印をつけて、で、こういう風に合わせて、で、ここを足せばいいんだよね。40センチ、余った木材から40センチ足せば、とりあえず2メーター40の、これはできるかなと。で、あと横が何枚必要なのかなんだけど、これさ、アーチになってるでしょ？貼ってみないとわかんないよね。単純にはさ、みんなどうしてんだろうね。135とかを単純にはこうやって測ると135ぐらいだなってな。まあ、11ってとこか。11枚だから、11だから、135割る11は12枚。12列。これセットが3個ある。1、2、3、4、5、6、7、8に16、8、3、24。今24枚買ってあるから、まあ、材料はこれで間に合いそうだね。っていうか、一束多かった。あ、横もやろうと思ってたんだ。横も。ここまでやろうかな。ここもやろうかなと。窓だけ出して。とも思ってたので、そう、買ってきたんだね。でフレームが二重になってるこういうところはやんなくていいかなと思っています。何から手をつけたらいいかわかんないから、とりあえずやるしかないな。やれることからやるしかない。こうか。取れた。あ、こんな電球久しぶりに見たね。この分ちょっと取りたいから、ここを外して、絶縁しておこう。高さ的にはこんな感じだよ。ここに直接なんかビスとかで鉄板ビスで留めてる人もいるんだよね。それからなんか木を張ってそこにこうビスで留めてる人もいるんだよね。いろんなやり方があるんだよね。ここのこのレールのところにぴったりこうだとかっこいいよね。こうだとかっこ悪いか？こうだと作りやすいか？もうできたらこうしたいよね。こうアーチ状に木は入れられないもんな。このレールみたいなの外れないのかな？外れない。溶接してあるんだよね。
断熱材はどうなってる？あ、結構長いね。2メーター70。2メーター70ってことは、半分に来るとちょうど135か。ここにフレーム入るから、こう縦には通れないから、横に入ってちょうどいいぐらいだね。そうするとやっぱこっちにつけた方がいいんだ。ここに断熱材厚みは欲しいもんね。お、そうだね。ここら辺で切ればいいか。よいしょ。見て、美味しそうだよ。中に入るかと思ったら、中結構くっついてて入んないので止めないといけない。よいしょ。なんか雨降ってきた。もう安定しなさすぎ、天気が最近もう危ない。とりあえずこれでいいか。よし、2個で。よいしょ。これをあとこう貼っていけばいい。こんな感じね。何センチあるんだ。45センチ。ここは何センチ？ 100、120。こういう感じで3枚入れればいいか。3枚3枚で6枚入れればいいから6個作ろう。5、6と布団が6枚できます。それでね、この木材たちに何か塗ってからつけようと思って、いろいろホームセンターに行って買ってきて何がいいかな。とりあえず目の前にあったもう水性ステインというのを買ってまいりました。カビを防止するって書いてありますね。とりあえず塗ろうかな。なんか塗ろうかな。何が良かったの？コーヒー色だね。ちょっとやめるか。なんか微妙だね。なんかこういうのをイメージしてたんだけど。もっと白っぽい方がいいか。チキチキバンバンさんはさ、いろんな色のやつを買ってきて塗り分けてたよね。あれもいいね。白っぽいのとか、黒っぽいの。内装が、黄色は、そうだよね。やっぱナチュラル系の方がいいよね。ちょっと黄色いよね。これだね。ライトはこれを使おうと思っていて、どうなってるの？これハンダ付けしないといけないんだ。このコネクターをコネクテッドするやつはないんだな。配線もまあまあ長さついてるからいっちゃいいか。頑張る？これさ、でもこれこうやんの？こうやってこうやって戻すの？これじゃあプラプラになるじゃんね。よいしょ。じゃあちょっとこれに穴を開けます。開きました。
けんのか。パチっていくもんじゃないよね。パチっていくのか。あ、これでいいのか。なるほど。あ、これでついちゃうのか。こっちがこっちにつけるから、あ、押し込めばいいだけなんだね。下手なことをする必要はないんだ。楽。あ、素晴らしい。ちょっと曲げてしまってすみません。こうね。これで落ちないんだ。これこういう風に引っかかるんだね。よし。これこの前買ってきたワインだ。これのカプラー使うかな。使わないような気もするよね。人間は成長するんだ。プラスとマイナスがくっついてしまいそうだ。なんかギーって言ってるけど大丈夫？オッケー。つけてみたいよね。つくね。まあ、あんま明るくないですね。まあいっか。6個できました。寒っ。これの集積のやつ欲しいよね。うわ、寒い。あと取り付ける前にもう一度全部点灯テストもねやってからの方がいいよね。後から外すのは大変だからね。動画だとさ、ものの1分もさかかんないけど、何気に3、40分かかっちゃったから、はい、すいません。あんまり進んでませんでしたけども、次回はいよいよね、木を切って、ここにはめていく作業をね移れればなと思っております。じゃあちょっと買い物に行ってね、塗料を買っていきたいと思います。ちょっとね申し訳ないです。尺が短いので、ちょっとおまけのコーナー、この前ね兄弟を見てきたので、そこのシーンをねちょっと付け足しておきたいと思います。すいません。はい、岩手県の大船渡市というところに来ました。僕の生まれた町ですね。僕の家はねあっちにあったんです。この先ね、ここら辺もねみんなもう水をかぶってしまって、ホテル山口は残ったんだけど、あとこれ NTT なんだけど、これは残ったんだけど、ここら辺もね全部家は流されてしまいました。新しくね建ってますよね。ありましたね。バイクの駅っていうのがあっていましたね。なんかエンジンが乗ってないっていう話を聞きました。よし、見たから OK。 買ってきました透明、こっちの方がいいね。私の記憶だと多分後で透明になるよね。ニスってそういうもんだよね。木目を生かす着色と美しいニスの仕上げが同時にできますと。吸い込みのない素材には不適って書いてるから、缶スプレーのやっぱりクリアとはまたちょっと違うんだよね。雪が降ってきてしまいまして作業中断と思ったんですが、よく考えればこの作業は中でもいい。中でやる。廊下に縁側にニスついたら同時に綺麗になる下も一緒に塗っちゃおうか作戦。縁側はあったかいね。12、3度ぐらいはあるかな。少し乾いてきました。いいね。やっぱり塗ると全然違うね。ちょっとワーゲンのテーブルも塗ろうか。塗るとやっぱ圧倒的に綺麗だから
クリアだったらいいよね。こっちも塗っちゃおう。ピカピカになるのに。余ったらワイン箱も。DIY ってさ、結構お金がかかるんだよね。なんか例えばさ、ニトリとかさ、IKEA とかでさ、家具売ってるじゃん。2000円ぐらいでさ、2、3000円でさ。あれ自分で作ろうと思ったら2、3000円じゃ済まないからね。倍ぐらいかかったりするからさ、材料だけでもね。で、クオリティに関して言えば、まあ、叶わないという。もちろん市販品にクオリティは叶わないということだったね。はい、続きやりまーす。ここはお天気がいいね。はい、次の日になりました。2回ぐらい塗ったかな。だいぶ綺麗になりました。ちょっと見た目じゃわかんないか。こうしたらわかる。結構ツヤツヤになりました。いい感じ。で、いろいろどういう風に貼ったらいいか考えたんだけど、やったことないから、YouTube とか見たんだけど、YouTube とかさ、みんな簡単に上手にやるじゃん。ね。いいとこしか見せないからさ、参考にならないというわけで、考えてもしょうがないのでやっていきます。失敗したらみんなにまたアドバイスをもらえばいいかなと。よいしょ。こういう風にね、割れてるやつがあるんだよね。これは45センチの端材にします。前回40センチって言ったけど、少し長めにちょっと一回切って、便利だな。結構ね、パキパキ割れんだ、細いとこが。よしと、これで結構反ってるやつもあんだな。ちょうどこのライトが2分割になってるんだけど、綺麗に割れて、ここがセンターだね。こうやってさ、一人でやるのやばいよね。と合わせて、よしと、こんな感じだな。よしと、OK。よし、2枚入りました。電気どこにする？ここの列？この列？ここの列にした方がいいよね。そしたら、この時点で電気の配線を作って、電気を入れる穴、ここだとちょっと斜めになってくるから、ここの列とここの列に電気入れよう。板がこっちが接続部分のとそっちが接続部分のがあるから、できれば接続部分に関わらないこんな感じだと67.5、10センチあるから、よいしょ。よし。そしたら次電気だね。同時進行にやらないといけないから頭がこんがらがるね。これを刺す何かを買おうと思ったんだけど売ってない探せませんでした。2線通して、よしと。よし、あ、大丈夫。3個ついたね。
断熱材を入れないと、この配線を入れるときに断熱材を通すと配線が外れてしまう可能性がありますね。こちらの面が防湿層です。こちらを室内側に向けて引っ張りすぎて破けちゃったよ。あ、よく見るとこの袋に小さい穴が開いてるんですね。よいしょ。よし、じゃあこの電気がついたパネルをつけていくか。重いからちょっと大変だな。うわ、カメラ回す余裕なかったけど3枚目入りました。前側ね、短いのつけていきたいと思います。はこっちだね。よし、じゃあ点灯試験やってみます。結構明るいね。十分だな。昼だからね。夜だったら結構もっと明るく見えるよね。よし、作業続けよう。はい、暗くなってきました。今日は夜間作業だな。まあ、いい感じでしょねえ。雰囲気いいよね。やっぱ屋根張って、下からでもこう、照らすライトがあるともっと綺麗なんだけどな。今日は夜勤だ。よし、頑張るぞ。はい、このね、アーチの部分がやっぱり難しくて、徐々にでもアーチになってるでしょ？わかんねえか。アーチになってるんです。で、ここを一回固定するんだけど、固定するとアーチになんないから、一旦固定はするものの、緩めて外して、合わせてまた締めてを繰り返していきます。あ、もう完璧夜勤になっちゃった。残業です。ちなみにワークマンの電熱ヒーターベストを着ているので寒くないです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10枚。あと2枚だね。ここ入れば完成。入るかな？簡単にやるだけやってみようか。最後はちょっと木目の美しいやつをね、選びました。入るか？きついか。角度的にきついか。なんとか入るか。よし、オッケーです。ちょっとここ塵が合わないので後で調整します。できたー。どう？いい出来だよね。大変だったな。伝わるこのアーチ具合。ね。無事にアーチを作ることができました。綺麗だね。非常に美しいです。はい。大変でした。もうやりたくない。電球切れたらどうしたらいいのかわからない。こっちからは取れるからね。配線だけ、とりあえず電気が切れないように。じゃないとまたパネルばらさないといけないからね。お疲れ様でした。というわけで、屋根、天井、無事完成しました。はい、おはようございます。次の日になりました。昨日ね、暗かったので夜の様子しかお見せできなかったので、昼の様子ですね。こんな感じになります。これね、
椅子に座ってみました。いいよね。すごく良くなったね。なんか、前側が逆にしょぼく見えちゃうね。後ろもこんな感じね。それで、どうしよう。ここもね、はめ板にしようと思ってたの。これを一緒に、ここもつけようと思ってたんだけど、なんか、この白は白でかっこいいんだよね。でも、ここはただ一枚の鉄板だから、ここやっぱり結露したりとかもするから、ここも何か貼りたいということで、パンチングボードっていう穴開いてるやつね。あれを買ってみました。注文してみました。で、それは白く塗って、このデザインそのままでここの窓も開けて、周りは断熱材を入れてこう作っていってみようかなと。やってみようかなと思っています。うん。うまくいくかどうかわかんないけどね。うん、そんな感じかな。やっぱ、白は白で残しときたいね。で、あとベッドだな。こう、今スライドすることを考えてるんだけど、その強度とかね、そこら辺のこともあるので、どうしたらいいもんかなと。ここね、あとここの中通してかな。これまだ余裕あるよね。ダメ。配線は、よいしょ。よいしょ。よし、これで配線もスッキリだね。よし。スイッチと調光器をつけようと思ってて、ここでくるくる回して、光の強さを調整できるようにね。で、寝る向きなんだけど、基本はこっち頭かな。で、ただよくバンライファーの皆さんは、そっち向きに寝てて、海を見たりとかしてるよね。そういう風にもできるといいかなって思っております。釣り戸棚とかも考えたけど、ちょっとやっぱり、圧迫感出ちゃう。こことかは棚あってもいいよね。ここね。ここにこのぐらいの棚を作ってもいいし、ネジ打ってなかった。ここはカーテンとかつけようかな。カーテンをちょっとつけてみてだね。ここに棚あってもいいか？ない方がいいか。後ろに人が乗ることを考えると、棚なくてもいいかなとは思いますね。あと何やったらいいんだろう。あと何やったらいいのか、ちょっといろいろ考えていきたいと思います。これはね、カーテンレールです。これね、自由自在に曲がるカーテンレールっていうのがあるので、これを使って間仕切りカーテンを作っていきたいと思います。それでね、前回の動画でここにパンチングボードとか貼りたいねって、で、断熱材も入れたいねって言ってたんだけど、部品は注文したんですが、来ません。来ません。Amazon ブラックフライデーがあったでしょ。それで配送がね、昨日、一昨日頼んで、今週日曜日って言ってたから、5日か6日かかってます。多分ね、Amazon の倉庫と配達のプランがもういっぱいだっていうことで、いろいろ注文してたものが、トイロとかも注文してたんだけど、そういうのも来ません。この前、インパクトドライバーとかも買ったらいいよって言われたんだけど、いずれ何も来ないので、とりあえず、あるもので作業していきます。そうなんですよ。田舎の困ったとこ。このカーテンレールを、ここにこう、つければいいかなと思っております。はい。で、カーテンがね、これ。で、ここの色と合う、大体似合うやつね。はい。探して買ってみました。長さが、ぴったりじゃん。ここがこう、アーチになってるから、どうしてもこっちとこっちは、ここの隙間に入れてやればいいよね。よし、じゃあ作業していきます。このカーテンは、こういう風なあれだね。のがついてるんだね。で、遮光カーテンです。真っ暗になるやつです。どういう仕組みなのかな。説明書。これね。こういう感じなんだ。
こにこう入るんだね。これがエンドキャップだね。ちょっと待てよ。これさ、こうは回らないのか。本来は、ここ天井につけて、こうは曲がるけど、こうは曲がらないのか。で、本来はこの金具を使って、こういう風につける。縦につけるんだけど、それだと曲がらないので、こう横向きにね、つけていきたいと思います。でビスを、ここから打ってだな。ギリギリのところがいいか。少し内側でもいいんだな。カーテンがここに入るから、このラインだよね。このラインで、こうなるから、こっちだね。事前に少しドリルで、穴を開けておこう。どうしてもさ、ここまでにすると、ここ隙間出るんだね。しょうがないなね、これはね。あんまり端っこまで行っても、ブラーンってなっちゃうもんね。ここまでになるんだね。ここはもうカーテンを引っ張るしかないよね。で、ここにかけるだよね。こっちまでレール来てたらかっこ悪いもんね。でてん、すごいのー。これ配線、太い配線を切るやつなんだけど。すごい攻撃力だ。多分ね、銅の剣と鋼の剣ぐらいの間ぐらい、大バサミのちょっと手前ぐらいの切れ味だね。恐ろしい。指なんかスパッといくよ。この状態でだけど。取り付けるの自体は大変じゃないんだけど、この何が合うかを探してくるのが大変なんだよ。このぴったり合いそうだなーっていうのを、アイデアをこう形にするために探すのが大変。よしと。レールこんな感じ。いいよね。色合いもいいよね。そこちょうどなんか中途半端だなと思ってたからちょうどいいよ。で、このコマを入れていきます。しまった。入らない。しまった。そうか。これじゃダメなんだ。これじゃ通らないのか。この燃料ホースでこれを1センチ切って、ここにこうスペーサーとして入れてみようか。よし、これでいいかな。あ、落ちちゃった。ちょっとこのゴムが太くて引っかかるけど、センターを出せるような感じになるから、これでいいかな。本来のその商品の目的というものを全く無視して制作しているので、本来この向きに曲げるものではないからね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。なんか抜けてるぞ。1個、2個。2個入れた。3個。わあ、結構ギリだな、おい。あ、いいね。でもギリの方がかっこいいんだよね。よしと、OK。さあ、どんな感じかやってみましょう。ああ、色合いはいいけど、端っこがかっこ悪いよね。
せっかくのこのプリーツのカーテンが、最初だけかもしれないけど、最初だけ。なんかかっこ悪いね。どう？こことの相性はいいね。ただやっぱり、ここかっこ悪いね。なんとかなんないのかな。ここら辺にこうパチってこう止められたらいいよね。こうね。こっちもカーテン自体に長さはあるから、ここら辺にこうなんかこうレールはレールでいいとして、パチってこう止めれると、マジックテープかなね。こうするとこうぴったりになるよね。それだったらいいよね。でいいとして、ここにこうぴったりこう止められたらいいよね。逆にレールをそのまま長くしてこっちまでしちゃうとこうなるから、それよりかは折り込んで、ここにマジックテープでこうピシピシと止めてあげた方が良さそうだね。思いついた。マグネットでもいいね。そういえばこっちの方がマジックテープよりいいな。で実はね、いっぱい買ってあんの。この車ってこういうところにマグネット貼っとけるからさ。うん、最近のやつ強力だからね。パチいいかな。うん。開け閉めは問題ない。とりあえずしばらくこれで使ってみて、ちょっと不便があったらまた交換しときてもいいかなと思います。でなんかこの付属のバンドあって、で実はここにいつもカメラステーがあるのね。だからカメラステーにあと収納しとけばいいかなと思います。よし、OK。まあこんなもんでしょう。で後ろはまっすぐだから、多分この市販のカーテンレール、これはニトリで買ってきてました。よいしょ。確か伸びるんだよこれ。そうね。最終的に抜けるんだ。もう包むことを考えると、もう少し上の方がいいな。うん。ここら辺にするか。雪が降ってきました。やべ、急がないと。メリークリスマスになってしまいます。このカーテンレール、後でこのボディ同色の塗料届いたら塗ってもいいかもね。で、購入したカーテンは全部長いんだよね。吹雪になってきた。寒い。カーテン早くつけよう。寒っ。間違った、買うの。あ、いいのか。そうそう、ここはね2枚なんですよ。ここがどうしても出ちゃう。窓まあいいか。できたら光が漏れたくないんだよ。光が漏れたくないんだけど、どうしてもここにこのアームがあるのね。うん。こっち、ここにつけられないもんね。ここはまた、こっちだといいね。
これだと大体ぴったり。あとここマグネットでバチッと止めとけ。もうちょっと強力なやつ買ってくれたのね。いいじゃない、いいじゃない。ね。オッケーオッケー。外から見る？あ、いいでしょ。これなら全く問題ない。この色とこのカーテンね。オッケーオッケー。よし。後ろは簡単だ。ただカーテンが長いから、カーテンを切らないといけないんだね。これは、シュッと。こっちもシュッと。こうやってまとめとけばいいね。こう、繋いとけば、可愛いよね。うん。あ、ねえ、いいよね。カーテンついたら、雰囲気超いいよね。ぴったりぐらいで、このぐらいだな。測るよりもね、現物合わせが一番。じゃあ切ろう。で、ほつれ止め塗ってから切った方がいいらしいんだけど、揃ってる時に切ってしまった方がいいよね。ほつれ止め後で切れるか。よしと。切れました。この歯切れも何か使えそう。ほつれ止めピケ。断面に塗っとけばほつれないだろう。簡単簡単。あれ、何分で乾くんだっけ。あ、こっちよく切れる。よし、こんな感じで切りました。いいでしょ、高さぴったり。しとける。さすがにマグネットきつい。固定しとけるようになんかするといいかもしれないですね。で、あとはそう、ここにね、ワイヤー貼って、こういう風にカーテンをね、入れてる人もいるんだよね。そうすると、荷物の積み下ろしに邪魔にならないんだよね。うん。いいですね。いいですね。やっぱここにカーテンがちょっとぶら下がってると可愛いよね。うん。ここ工夫してみようね。何かここに留めるものをちょっと工夫してみたいと思います。なんかこういうさ、なんかパッチンっていうやつでこのバンドをここにつけといてもいいんだよね。ちょっとね、作業の邪魔なので、この後ろのカーテンは外してしまうかもしれません。一旦ね。ここのボードもつけたい。で、ここの横のカーテンも買ってはあるんだけど、ここをパンチングボードを貼ろうと思ってるので、パンチングボード貼ったらパンチングボードにレールをつけてカーテンをつけようと思います。うん。はい。そしたらカーテン全部揃うからいいよね。カーテンを前回つけましたね。で、今日はいよいよベッドをね、作っていきます。で、引き出し式というか、椅子を倒して、こう、ズズズズっとこう、引っ張るタイプがいいかなと思っています。で、長さが、まあ、180センチあればとりあえず十分だと。僕170センチぐらいなので、180あればいいかなと。長さが、だいたい90センチなんで、ここに、なんていうのかな。2枚重ねにして、こう引き出す感じ。うん。2メートルとかで作ろうと思うと、こっちが、そのぐらいやっぱ出っ張っちゃうんだよね。ちょっと、かっこ悪いし不便かなと思って。まあ、車中泊もできる車にしたい、キャンピングカーにしたいんだけど、専用車じゃないんだよね。他にも使う用途等はあるので、なるべく快適で便利で、で、スマートでスッキリで、荷物積むのに使ったりとかもできるようにしたいなと思っています。そんでね、で、私はベッド幅は、できるだけ欲しい派です。うん。キャンピングカーのベッドって、後ろの2段ベッドとかだと、だいたいね、70センチとか80センチぐらいなの。このぐらいなの。電車の寝台車とか、フェリーの寝台車、寝台なんかもまあそんなもんかな。80センチとかね。そんなもんだったりとかします。カプセルホテルとかだと100センチ。
このぐらいだったりとかするかな。なんだけども、広い方がやっぱり寝返りしたりするのも楽だし、ゴロゴロするのも楽だし、分厚いマットレスを使うので、少々段差ができてしまうことに対しては、別にいいかなと思ってます。このぐらいね。できればここにぴったり重ねたいから、この大きさでそのままそっちにスライドしてほしいんだよね。ここがこのままシャカッと切ってあったら、すごい楽なんだけど、ちょっとそこを考えないといけないね。この開口部のこのまっすぐ部分だけでも120あるから、120でもいいんだね。よし。コンパね、本当はさ、もっと大きいサイズがあればいいんだけど、やっぱ買えるのってこれが限界だよね。1820ミリの、910ミリです。よいしょ、これを120センチだとこれくらいだね。この鉄の棒は後から使います。いろいろ考えてるんだけど、今回もやっぱやってみないと分かんないね。これをこんな感じで足したい。こんな感じで収納してて、これをこう、本当はさ、ここぴったりになるようにできればいいんだけど、ここが出っ張ってんの。ここ給油口があるから出っ張ってるから、その形に切ってしまうとこういう風になっちゃうんだよね、ここが。そうなるとそれはそれでかっこ悪い。だからここは鉄の棒を通せばいいんだけど、それでこっちに乗るとパカってこうひっくり返っちゃうから、ここはここで固定したい。上がらないようにね。寝てしまえばいいんだけど、乗り降りするときってどうしてもこっち側から乗り降りするでしょ。そうなるとこういう風になるんだよね。ここには鉄のフレームを入れようと思います。これね、これだと全然乗っても大丈夫。鉄パイプをこうはめ込むブラケットをね、ちょっと作ろうかな。気をつけなきゃいけないのは、ここまではこのバックドアが入るのね。ここが入るから、そこにネジを出しちゃうとドアが閉まんなくなるんだな。ネジを打つんならこれよりこっちのここの部分だけってことになりますね。6センチ。ブラケット自体は7センチぐらいでもいいね。なんか DIY 系 YouTuber さんってさ、この技術がすごい人がすごいのを見て、おーすごいなーって思う動画なんだけど、僕の動画は、僕は適当に作って、それを皆さんにアドバイスをいただくという動画になってるので、よし、これがブラケットね。でここにこれが入る切り欠きをつけよう。こんなにでかくなくてもいいんだな。少し大きめに。よしと、そうするとここ今高さをねちょうど合わせてますと。ここが前はねイレクターで作ってた。以前の動画見てもらったらわかるんだけど、悪くないんだけどしまう時邪魔なのと、
出す時めんどくさい、酔っ払って寝るからさ、酔っ払った時に作れない。そこ大事。酔っ払っててもベッド展開できる。ベッド展開してから、飲めばいいんだけどさ、なかなかそうもいかないんだよね。よし、今度はいいね。 OK。 よいしょ。なんか永久に乾かさなさそうだよね、この気温だと。この鉄の棒も塗っておきます。で、これね、油ついてるんですよ、錆びないように。なのでまず最初にかなり念入りにで、この油を取ると今度錆び始める。はい、次の日になりました。昨日ね、いろいろ考えたり調べたり買い物に行って作戦変更します。作戦変更。せっかく切ったけどね。よいしょ。こちらスノコベッド、スライドスノコベッドにしようと思います。はい、こんな感じなんだけど、ちょっと逆向きだけど、こんな感じでスライドして長くなるように。あっちもね。ここの端をここら辺に持ってって、そこからこうスライドして出せるように。この木材がめっちゃセールで安くて、1本で268円とかだったんで、10本買っても2600円。安上がり。と仮に高さをだいたい合わせて、これで測っていきます。理想はこんな感じになる。常設で作っちゃったら楽なんだけどさ。ここもこういう風に切ればぴったりいけるんだけど、スライドさせるから、ここにこう横に入るのよ。そうなった場合に、ここだとネジが打てないんだね。ここだとちょっとネジが打って、ここに木をすればいい。ここに板を入れればいいんだけど、そうするとこっちまで来ないんだよね。だからこれでいいよね。125です。ここまでの長さが、90あるんだけど、これね、スライドベッドは重なる部分があるから、このまま90バッチリでやっちゃうと、このまま切っちゃうと 180-18 で162になっちゃうから、その分余分に20センチ足して切らないとダメだ。普通の背もたれ立てました。120センチあるんだね。そしたらさ、ここを120センチで切って作って、そうするとここまでフラットになるでしょ。で、こうパカって倒すとここ収納になるよね。それでいこう。120で切ろう。と、やっぱり、この幅だと椅子とぴったりになるから、やっぱりここなくてもいいよね。ここあるとそっちが逆に変になっちゃう。ここぴったりにした方がかっこいいよね。いいね。120でいいね。よし。バンバンいくぜ。本当はね、90センチで作れば、全く無駄がなくて、材料も半分で済む。じゃあ今回色はなんとボディ同色で塗っていきます。木目もいいなと思ったんだけど、純正感というか、があっていいかな。今更なんだよって感じ。
DIY で作りましたいうよりは、できればビルダーさんが作ったんだなって一瞬思うんだけど、よく見るとあまりにも作りが雑で、これは個人が作ってるやつだ。3メーター離れてみるとかっこいいを目標にしています。はい、全部塗りました。いいね、圧巻だね。綺麗になりましたね。裏側はというとね、裏側はね、塗ってませんね。貧乏っちゃはですね。落ちぶれてすまん。板を乗せる。色合いもいいじゃん。ね。ちなみにこれ厚みはね、19ミリなので、まあ、結構厚いから重量も多分大丈夫だね。で、後ろ前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 だね。ちょうど 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14 枚。これで、やっぱ渋いな。そっち固定しないと伸びてこないね。ちょっとさ、これあれなんだね。ぴったり作りすぎたんだ。これじゃダメなんだ。一回バラそう。ここに定規を入れて、最初はズレは大したことないけど徐々にずれてくるよね。よいしょ。これで背もたれを、ぴったりでしょ。そこぴったりだね。ちょっと電気つけようか今日も。よし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 。出てきた出てきた。で、よし、これで OK。よし、こういう風にね入ります。できて、でここに乗せると、こんな感じね。はい、これでいいのではないかと思います。色合いもいいよね。色合いもいいと思います。もう少し引き出せるかな。ちょうど180センチね、これで取れるのでいいんじゃないかなと思います。何かここら辺こう止めれるようにしといた方がいいかもしれないですね。いいんじゃないね。おしゃれでしょ。伸びるベッド。縮めるときはギュッとこれ押せばね完了です。はい、じゃあこの棒どうしようかと。棒をね、ここら辺にこう固定しとけるといいよね。
これイレクターのパイプを止めるやつなんだけど、これね、こうぴったりここにこう止め、ここにパチッと、これでロックにします。まだここの作業あるから、これちょっと固定してしまうと、そこのここに乗っかれない。ちょうどここをやりたいのにこれが邪魔だから、全部完成したら、全部こことか完成したら、これまた取り付ければいいかな。この横とかにこう蝶ネジでこう簡単に止めれるようにナッターで作ってもいいかもしれないですね。これはね、バンのシートなんで直角なんですよ。うん。これ以上寝ないので、これでいいです。で、ここ隙間がなくて、ここ開けるとここに少しいろいろこう物をね、こう入れておける。今こういうの入ってるけど、こういうの入れておけるっていうところもいいとこかなと思います。よし、今回もちょっと大変だったけど、まあまあのクオリティでできたので、良かったかなと。ね、このコントラストもいいでしょ。ここ開けると白いのが出てくるのもいいと思います。まあ、普段はね、荷物積むときは傷つかないように、このシートを敷いといてもいいかなと思います。はい。ちょっとここが高くなっちゃったね。4センチほどね。まあいいよね。普段だったら次の日届く荷物がやっと届いたよ。あ、皆さんからね、アドバイスいただきました。カーテンにつける磁石ね。こんなのあったので、買ってみました。で、これ、刺すとこになってるでしょ？これね、こういう風に、こうブスッと刺して、ピンをロックして、そうすると、パチってつけれる。ほら、素晴らしい。ね、もう一個つけてみようか。で、これも、こう、ピシッてやることで、ここにパチってつくの。ほら、バッチリでしょ。ね。いろんなもの売ってんだね、最近はね。強力なんだっけ、ネオジウム磁石。こうやって、先にバンド通しとこうか。よし、これで、例えばここにこうくっつけとけば、ここでこう、パチッて押さえられるんだよね。いいよね。で、これさ、例えばカーテン邪魔な時こっちにとかずらしとくと、すごい強力だしね、こんな感じでうまくこう設置できるようになりました。皆さんのねアドバイスありがとうございます。他にもあとここのカーテンをパチッパチって両方のカーテンを止める磁石とかも買ったんだけど、それまだ届いてないかな。見た目も悪くないし、このすぐ仕様変更できるっていうのもいいよね。ここにとりあえずつけていって、こう縛っとけばね、邪魔にならないと。あ、いいね。お、かっこいいじゃん。よし、オッケー。あとまた届いたらやっていくね。これだ。電動インパクトドライブ。とりあえずちょっとお試しで買ってみました。安いやつです。Amazon で比較的評価が良かった。まあ、5、6千円ぐらいのものだね。今考えたら、マキタのやつ買ってもよかったなと思って。マキタのやつさ、バッテリーとこの本体セットだと結構するなと思ったんだけど、よく考えたらマキタの掃除機持ってたからさ、そしたらバッテリーが兼用できたんだよね。とりあえず、比較的評判が良かったので、まあ、プロじゃないんで、こんな感じね。すごい。安いけど、いっぱいいろんなビットもついてる。いいんじゃない？ちょっとしばらく使ってみようと思います。軽い。これ、待っていたのはこれ。照明コントローラー。よいしょ。
これでこの光を調光しようと思います。調光っていうのは光の強さを強くしたり弱くしたりできるんじゃないかなって思ってるんです。で今ねスイッチがないので直接ね貼っつけてるんだね。これを、ちゃんとスイッチで動くようにしたいと思います。どこにつけるかな。寝るときにこの前回ベッド作ったでしょ。頭ここら辺に来るんだわ。うん。でここは隙間があるから、ここら辺につけとけばいいかな。とコンセント類とかもここら辺につける。こっちにつける。ここ使わないよね、スペースね。ここでもいいし、ここでもいいか。うん、ここでもいい。こっちの方が使いやすいか。はい、外は雨が降ってきたので、雪じゃないんで、雪の方が作業しやすいんだよね。中で作業します。かなり快適になった。暖房も炊こうと思えば、皮膚ヒーター、エンジンかけなくても炊けるからさ、作業場としても、ちゃんと、なしているよ。プラスもいかないといけない。このぐらいか。うん。これ便利だよね。えい。できた。ちょっと組んでいきますね。ちょっと仮に、とりあえず。よいしょ。プラス、マイナス。どこにする？スペース的にきついか。とりあえず家にあったやつ。買い物に行く時間もったいないんだ。よし。これでどうだ？おー、来た！おー！おー！いいでしょ？こう、強さを変えるカラオケボックスみたいでね。こんなものがさ、1000円ぐらいで買えるんだよ。すごいよね。普段これで寝るときちょっと薄暗くしようみたいな。うん。で、せっかくなんで、このスイッチ類ね。うん。まあ、何も電源ないんだけど。何の電源もないんだけど、スイッチパネルと、テントのパネルがあるのね。これをこうして、こうしたら、スマートかな。待っていたハメ板の端っこを使おう。から2センチ。また測る。雲型定規が割れてしまった。2センチの7センチ。ちょうど木目が入ってるから。絡まった。これで、よし、入るね。大丈夫だね。どうしよう。まっすぐだよな。こっちも。よしと。冷たい雨がと雪、みぞれが降っておるので、中でさ。
乾くのが待ってる間にちょっと配線作業をしていきましょう。なるべくこう見た時に見えないようにつけたいね。あれ、短いか？ちょっとつけてみてだね。ギリギリだね。はい。乾きました。一旦これ入れてから。この位置だから、ここだね。電球で従来方式でソーラーパネルがかなりいい仕事をしてくれてるんで、毎日200ワットなので、天気がいいとねかなり充電してくれるんで、結構電気無駄に使っても大丈夫。まあいっか。でスイッチはつけたものの、当面何かスイッチをつける必要はないんだよね。普通電気がここでパチッ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 って、これさ、逆か？下にしてつけて上にして消すのか上にしてつけるんじゃないか。まあいいかよしと、OK。で、これだね。キャップをつければ、はい、いいでしょう。かっこいいよね。さっきさ、YouTube でグランツーリスモの国内県別若手の大会やってたんだけど、今レーサーになりたいんだったらあれだよね。e スポーツ出身だよの方がいいよね。よしと。おお、いいね。パワーも申し分ない。お、押し込みすぎないようにしないといけないね。よし、こんなとこかな。はい。で、ここ100ボルトのコンセントが出したのを、ここインバーターにね、つないでおきます。で、これで、よし、これでここの電源が使えるようになります。スイッチ入れないといけないんだけどね。じゃあこれつなごう。ぴったりだったね。よしと。電気のプラス。ここだね。はい、完成しました。それでは行ってみましょう。おー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 、いいでしょうね。ここのパネルもいい感じでしょ。なんかかっこよくなったね。うん、あれなんか板貼るんだったっけ。すっかり忘れて、もう本当に光るようにしちゃおうかな。ゲーミング PC みたいに光るようにしちゃおうかなと思ってます。で、ここのパチパチスイッチに今後電気をつないでいくことで、ここでいろいろコントロールできるようになります。で、電気つなぐとここ全部ね、LED が光るタイプなんだよ。で、あと 100V 使いたいときは、ここのコンセントに挿せば 100V の電気が使えると。USB もあったらよかったね。USB もつけようか。ね。うん。ちょっとこのスイッチが反対説っていうのもあるんだけど、どっちが上でどっちが下かわかんないから、とりあえずなんとなく、エアコンのスイッチとかここでできたらいいよね。無理か。ちょっと厳しいか。FF ヒーターは、
FF ヒーターのリモコンはここにあとぶら下げとけばいいね。FF ヒーターここからできるからさ、ピッピッて。ね、やっぱここにさ、この、なんていうの？マルチ棚みたいなのがあるとさ、こうやって拡張できるから楽しいよね。うん。こっちはダンパー付き。やっぱこっちもダンパーあった方がいいな。うん。そういえばここまだ何もしてないや。どうしていこうかね、ここね。うん。ちょっと考えてないです。これはこれでかっこいいんだけどね。うん。はい。後ろも、こんな感じ。今敷いてあるけどね。後ろも拡張ベッドがこういう風にできて、非常に便利になってきました。ちょっと塗装さ、こういうところちょっとまあかっこ悪いから後で塗り直そう。よし。これだね。悩んでるんだ。ここにね、パンチングボードを貼ろうと思うんだけど、ここに隙間が出るでしょ？ここに、断熱材をこう入れたいなって思ってるんだけど、ここ鉄板1枚だから、ネジとか打てないんだよ。だから、でも窓はこの引っ込むでしょ？だから窓の分をどうするかとかちょっと悩んでるとこなんだよね。このままでもいいかななんても思ってるんだけど、ここまでやってここがちょっとそのままだとかっこ悪いよね。前側に比べて後ろ側だいぶかっこよくなりました。電気も調整できるからね。はいね。皆さんからたくさんご質問をいただきました。ベッドを展開した時の布団どうするのっていうことで、まあ、いろいろ伝送品もつきました。で、ちょっとね、実際に布団をちょっと、どういう感じで車中泊をするかというのを、考えつつ、今まで大きな問題があったことがあります。それは寝袋問題、寝具問題ね。そこを解決する今回救世主が現れましたので、それをね、実際使ってみてご紹介していきたいと思います。この前ね、ナスでも使ったんだけど、このワーゲンで使う寝具は、とりあえずこの4分割のマットを使おうと思います。これ200センチぐらいあるのかな。3分割って書いてたんだけど、頼んだら4分。ただ4分割で良かったことがあって、ここにも荷物載せられるんだよね。うん。ぴったりじゃないから。ここにJR 貨物とか、この前作ったワインのね、ワインの棚でワインダルの入れ物で作ったのとかをちょっと使っていきたいかなと。もう使うときは、倒して、バーを取り外して、板を引き出して、ここに、こうだね、乗せます。マットを引き出してと。はい。これで完了です。こう。こっちからの眺めはこんな感じね。マットがちょっと長いんだ。で、スイッチがここにある。使いやすいでしょ？枕元にある。ここ、マットに隙間があるんだよね。ここにね、隙間があって、ここにこう腕とかが入って寝にくいんじゃないかっていう説があって、たくさんご意見もらいました。細い方がいいんじゃないかってね。で、チキチキバンバンさんも見たら、一回このぐらいの長さので作って、細いやつ、ちょっと寝心地が悪いよって細いやつに変更していました。僕の待ってるマットだともう全然気になりません。うん。腕とかがこう落ちちゃう感じはしない。うん。全然大丈夫です。かなりバッチリだしね。めっちゃ動いてる。もう全然大丈夫でしょ。もう一つちょっと理由があってさ、ここがブランブランなんだよ。ここ下入ってないん。下入れちゃうと、この長さをキープできなくなっちゃう。ここぐらいまでになっちゃって、180センチキープできなくなります。だから、どうしても台座はそっちに、ここあるでしょ、段差がね。台座、足がつくところはこっからそっちに入んなきゃいけないんだけど、長さは伸ばしたきゃいけないから、どうしてもここがこうプランプランになってる。で、このぐらいの厚みであれば折れないんだけど、細いやつだと多分、そこに力かかったら割れちゃう。これでも、ちょっと無理すると割れちゃうんだけど、でも、幸いここはこう重なるから、いいんだよね。
っていうこともあって、やっぱこの太さのこの強さの方がいいかなっていうのもあって、この太さにしました。で、このマットね、このぐらいの厚みがあって、ちょっと硬めだから、このぐらいであれば全然穴から体が落ちることはないし、メインの 100% ずれてるわけじゃない。ちょうど体の、お腹、腰、胸から腰に当たる部分ぐらいはこう二重になってるから、もう全然落ちる感じはしないよね。腕も実際手も、肩ここら辺だとして、腕はここら辺に来るから、全然あっちから寝ても、頭が来て、肩が来て、腕とちょうど胴体の、このメインの部分、この肋骨から腰にかけての部分は、こういう風に穴がないから、これでスッキリね。今回のメインの問題点なんだけど、皆さん、車中泊するとき寝具って何使ってます？タオルケット？それとも車中泊専用の布団？それとも家の布団？寝袋の人多いんじゃないかなと思うんです。で、僕も寝袋使ってます。どんなの使っているかっていうと、はい、こんな布団じゃねえ。これ寝袋なんですよ。コールマンね。コールマンの寝袋で、ハドソンダブルっていうものを使っています。すごいふわふわであったかいでしょ？なんか布団みたいでしょ？で、ここね、切り離せるから、まあ、掛け布団と敷布団にもなるっていうやつなの。コストコで買ったんだよね。いくら ?5000 円ぐらいだったかな？もうちょっとしたかな？ 6000 円ぐらいだったかな？コストコのセールで買ったんだけど、宮城のね、すごくよく、ハドソンダブルっていうダブルサイズ2人用寝袋なんだけど、これを1人で使うと超快適。で、どんなに酔っ払ってても、この入るところがこんなに広いからちゃんとスッと入れます。ただ、と寒い時は、口も、ちょっとここから風が入るからね、ちょっと寒いんだけど、そもそも車中泊でヒーターついてるから、そんなに困ることはないです。今までもうずーっと車中泊をやってきてるんだけど、ずっとこれだね。ずーっと愛用してます。いつ買ったんだっけ？いつ買ったんだっけ？あ、そう、2020年7月に買いましたね。ハドソンダブルグレー。適温レベルは7度以上だから結構そこそこいけます。で、さっき言ったようにこういうところ分割できるから足出したりとかもできるから、夏場でもこう1枚にして掛け布団にしたりとかできてすごく便利なんです。なんだけど、すっごい大きな問題があって、この寝袋の収納方法。寝袋。キャンピングカーの人ね、どうしてます？車中泊の人寝袋どうしてます？毎回綺麗に畳んで袋に入れてる？僕知ってるんだ。ああいうキャブコンってあるでしょ？新しく買った新車のさ、コールドバンクスとかアトムみたいな。ああいう車だとみんなね、寝具ね、出しっぱなしの人が多いんです。端っこに寄せてるだけの人とかいて、で、中見せてくださいって、今ちょっと散らかってるからダメだよとかって言われると、だいたい布団出しっぱなしなんだけど、これをしまうときに、どういう風にしまうかが結構大問題です。まあ、こう、畳んどくことはできるんだ。さっきまで寝てましたみたいな感じで、やっぱかっこ悪いんだよ。やっぱりベッドを畳んだところでさっきまで寝てました感がこう出て、ちょっと生活感がさ、するんだよね。で、几帳面な人は、コンパクトな収納袋に入れてると思うんだけど、このコールマンにも収納袋がついてる。この圧縮するやつね。ついてきた。なんだけど、初日に開封した時から、その後一度もこの袋に入れられたことがない。よく入ってたよね、と思って。買ってきた時、うわ、めっちゃこんなにふかふかで豪華なのに超コンパクトでしょって思ったんだけど、もう二度と袋に入んない。そういう寝袋あるよね。羽根布団のやつとかはめっちゃちっちゃくなるから、結構ギュウギュウ押し込めれば入るんだけど、これはもう、どう考えてもこの袋に入んないんだよ。で、いつも結構出しっぱなしにしていたのね。で、ああいう大きいキャブコンとかは、収納とかもいっぱい棚とかもあるし、ベッドとかも後ろカーテンして仕切れたりとかするから、こういうの目立たないように隠せたんだけど、このワーゲンは、やっぱりこう隠せないんで、出しっぱなしは嫌だなと、いうこともあって、
で、いろいろ調べてました。これをね、かっこよく収納する方法はないかな。生活感が出せない、生活感があんまりこう感じられないように、綺麗に収納できて、かつ、これに入れるみたいに、朝ね、出発しなきゃいけない時に、こんなのに入れるのにギュ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 さ、こう、眠い時とかお腹空いてる時とかにさ、こんな畳んで、寒かったり、外もこんなね、今晴れてきたけど、いつもお天気とは限らないじゃん。雨降ってる時なんか、こうやって外に出てさ、外からこう畳んだりとかできないから、なんかいい方法ないかなってずっと考えてました。で、今回のこの寝袋、車中泊寝袋問題を大解決するアイテムがこちらです。犬です。実はね、開けるの今初めてだから練習してないんです、本当に。破けちゃった。犬が。くるくる。尻尾ついてるよ。なんかコッペパンみたいに食べてしまいそう。で、これは何かっていうと、一応商品名は布団入れ、ぬいぐるみ入れらしいです。この布団とかぬいぐるみをこれに入れて収納するための収納袋なんで、そんなのあるんだね。子供部屋用なのかもしれないね。で、ここにこの寝袋を多分ね、ぐいぐい突っ込めば、これ伸びるんで、ぐいぐい突っ込めばいいはず。えい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 。大きめのなんか IKEA の袋にでも入れてやればいいだろうとか思ったんだけど、それじゃ面白くないよね。えい、もう何でももうグイグイ力任せに詰めて、であとチャックを閉めます。あ、全容が明らかになってきた。下底面が丸いんだね。これではい犬です犬ってか、なんか豚みたいになってるけど、えい。いや、そうそう、なんか持ち手何のために使うのかわかんないけど、持ち手がついてる。持ち手も伸びる。よいしょ。で、なんか犬っていうかフグだよね魚のフグ。でもぴったりでしょドソンダブル。寝てました感一気に、なくなりました。で、さらに言うと、枕も一緒に収納できる。このぐらいあると。枕とかも入れちゃえるし、他のタオルケットとか、なんだったらもう着替え終わった着替えとかも入れちゃえば、このでかいまんじゅうみたいに収納できちゃうっていう。かわいい。もしかしたら監督も畳めば入りそうだよね監督が入りそうで、今度やってみようかな。かわいそうかな。連れてきて監督を入れてみようかな。そう、それでちょっとね悩んだのがこの犬なんだけど、こっちのカラーと一緒のこのグレーもある。だから寝袋もグレーで、これもグレーだから、グレーの犬でもよかったかな。一応リンク貼っとこうか。案件じゃないよ。ちゃんと自分で買って。3000なんぼした。3000ちょいぐらいだったですね。はい。で、この犬なんだけど、衣類だと60枚。寝具と枕で1セット。タオルは70枚。フォームってなんだろうね。ポリエチレン 何.7 ポンド。ぬいぐるみは50個入るって書いてるので、一人分っていうか、家族みんな分、薄手の寝袋だったら家族4人分とかも一気に収納できるのはいいかなと思います。犬そうそう、犬ね、これ、犬のグレーバージョンね。こっちでもよかったかな。どっちが。でも黄色い方が可愛かったよね。
ちなみにこっちも同じ容量だね。犬、あと豚とかもなかったかな。なんか、収納袋クッション、布団でクッション、猫もありますね。あ、そう。猫もあります。黒猫もあるし、豚もあるし、何これ。足跡みたいなのもあるから、ね。あと普通に、これベルーナなんだけど、普通に背もたれクッションになるやつも、こういう風に背もたれクッションになるのもあるので、これに寝袋収納するのもいいんじゃないかなって思います。うん。こっちもね、グレーもあった気がする。うん。この丸型クッションね。これ値段もリーズナブルで。うん。これも可愛いかなって思ったんだけど、色もさ、各色あったから、このブルーとかだと車にも、ワーゲンにもこのグリーンとかブルーだと似合うかなっても思いました。サイズもね、2種類あるし、この丸い筒のもあるしね、いろいろあったんだけど、今回犬ですね。ちょっとみんなもよければ犬飼ってみんなで、ユニクマっていう名前です。ユニクマキューベアっていう名前なので、みんなもよかったら犬やろうぜ。ここが監督と似てるんだよね。うん。だからちょっとグレーもいいかなと思ったんだけど、まあ、犬感を出したいので、今回は、この黄色にしてみました。フグかな、犬かな。犬、フグ。うん。じゃあ、ちょっと収納モードやってみようか。まず、布団を畳みます。この寝袋だとさ、例えば、寝袋だとここにごちゃごちゃって積んどくと、あ、寝袋積んでるなーって感じだけど、犬だったら大丈夫だよね。戻します。ガチャンコ。で、バーを戻しますと。椅子を戻します。マットをこっちに持ってきます。たら、あとはこのワイン箱ね、重ねてもいいよね。広げてもいいよね。あとここにキャンプ道具とか買った食材とかそういうのを入れてもいいよね。で、この上って意外とデッドスペースで、なんか柔らかいものっていうか、工具箱そういうおもちゃ箱みたいなのちょっと載せるのどうかなと思ってたから、犬を積んどけばいいかなと思います。犬。はい。まあ、ここでもいいよ。でも監督がここだから。そうで、寝袋ってさ、やっぱどうしてもこういう感じ。まあ、これシングルの寝袋。まあ、小さくていいね。なんだけど、どうも全体的にこんな感じだよね。機能重視っていう感じで、どうしてもこう、寝袋って寝袋感が出るんだよね。まあ、しょうがないんだよね。寝袋ってそういう機能重視のものだから、外で使うことを。ただやっぱこう、袋とかも大体こんな感じで、大体こういうシャカシャカの素材になってて、やっぱ寝袋って感じがするもんね。でも最近のそのキャンピングカーとか、キャンピングカーって言うけど、キャンプじゃないもんね。もうやっぱ、どっちかっていうと移動ホテルみたいなデザインになってもきてるので、やっぱ、ちょっと、ねえ、キャンピングカーにこの寝袋っていうのデザインがあんまり合わないなっていう方も、思ってる方もね、多いんじゃないかと思います。まあ、ご自身でこういうのを作ってる方もいるとは思うんですけどね。多分このシワシワは、しばらくこう、使ってれば多分シワシワじゃなくなると思うんで、このまましばらくね、ずっとむっちゃぎゅうぎゅうこう折り込まれて、箱の中に入っていったからこんなことになってるので、しばらく寝袋を入れて、ここにね、置いといてあげたいと思います。そしたらもっとツルツルになると思うよ。はい。これ新車の外したホイールもなんとか、タイヤもなんとかしなきゃね。ちょっとね、ホイール持ってないから、今回、緊急で、まあ、鉄ホイールっていうのもあって、組み替えをしてもらったんだけど、できればこう、新車にもホイール欲しいなと。余ってる人いない？余ってる人もしいたら、家に余っててなんだっていうのあれば、僕、買いますので、ご連絡いただければ、譲っていただければ、できれば、綺麗なやつが欲しいです。はい。中古っていうよりは、新品外しみたいなものに近いものだったら、喜んで、
関東ぐらいだったらちょっと取りに行ってもいいかなと思いますので、はい、ご連絡、もし余ってるよっていう人あればご連絡お願いします。新型の GDY カムロードです。はい、というわけで、今回は皆さんに犬を紹介しました。うわ、割れちゃった。白いパネルって気使うよね。キクシンチャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、キクシンチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。最近毎日雪だね。材料がね、だいぶ届いてるんだけど、外で切ったりなんだりができないんだよね。ここ片付けてもいいんだけど、こいつらを置くところがないんだよね。よし。まあ、やるか、とりあえず。よし、久しぶりにまっさらな空間が出てきたぞ。ここの部分に、パンチングボードを貼ろうと思ってる。で、中に断熱材を入れてからパンチングボードを貼ろうと思うんだけど、窓をどうするか。なんだよね。パンチングボードって名前で合ってるのかな。こういうやつね。はい。2枚。よいしょ。あ、軽い結構。これはいいね。これを、ここにこう貼ろうかな。色を塗れば、ここにこういろいろ吊り下げたりできるよねっていうのが、今回の考え方です。ここね、外に繋がってます。空気が出入りします。ここを塞げば本当はただそこを塞ぐとドアが開け閉めができなくなります。この窓枠の型を取って、窓枠を先につけて、周りをこう埋めていけばいいんじゃないかっていう作戦にすることにします。型が取れました。割れちゃった。いや、でかい。これじゃダメだな。やっぱり現場でやらないとダメだね。だいたいいいかな。このスタイロフォームはヤスリがけができるので、してはこれでいいはずだ。最初のに比べると、ほら、このぐらい違うということだね。ちゃったから少し厚めに入れましょう。今度は割れないでできた。よし、今度こそ窓枠あ、だいたいいいね。量産しまーす。これだと出るから、ここを1枚分削ってやれば多分高さ的にもぴったりになるはず。
ポリプロピレンとポリエチレンが、接着できるやつっぽいです。買ってきました。ちょっと高い、1000円ぐらいしました。これで2枚を接着しようと思います。使いやすいぞ。ちょっと乾かしてから貼るんだね。こうやったら早いことに気がついた。よいしょ。こっち側は時間になったので貼り合わせましょう。手につくな。はい、昨日ねボンドで貼っつけておいた窓枠が、くっつきましたね。そこそこ綺麗にしました。うん。こっちもね。あとちょっと塗装したりとか穴埋めしたりとかするけど、だいぶ丸くなって角も。で、端っこも揃えました。ちょっとあれだね。やっぱでかいんだな。際がさ、ちょっとペンキがついちゃってるの、白いのがね。で、さらに枠をつけるんだけど、ちょっとこの白いのが見えるとかっこ悪いから、ちょっとさ、際をさ、塗っとこうと思うんだよね。内側を塗ろうと思います。内側はね、見えるんでね。内側ってさ、こうした時にここに見えるんだよ。うん、だからボディ同色に塗っときます。ここに貼る方法なんだけど、窓のモールを外すこと、窓を万が一外すときに内装を壊さなきゃいけなくなるとちょっと大変なので、この窓枠になる部分は、このマジックテープでね、留める形にしたいと思います。両面テープで貼るタイプで、ボディの方は多分このテープがくっつくんだけど、こっちのスタイルフォームにはくっつかないので、こっちにはねボンドで留めていこうかなと思います。そうだね。ここ空気穴、多分ドアを開けたり閉めたりするときの空気を抜く穴なんだけど、有効ボードだからこのままでもとりあえずやっていいよね。閉まるよね、多分ね。55で切るか。55。結構高いから失敗できないよね。ここがちょっと美しくないんだよ。ここが美しくないんだな。裏に木を入れてここだけ固定すればいいか。こうね。ここはいいんだけど。とね、ぴったりっぽい R がついてるものがあったよ。
較的いいね。はい、隙間テープ買ってきました。これでちょっと隙間を埋めます。240センチ欲しかったんだけど、ないから200センチ買ってきました。パネルを押さえるための板を貼りたいんだな。よしと。ここにこれがついてるね。これに打ち込みます。おお、入った。台座の木がついたので、ちょっとはめ込んでみようか。お、いいではないか。ただ窓をあとここ開けたいんだけど、正直ちょっと夜は厳しいな。はい、次の日になりました。次の日になるとね、光でだいたいどこ切ればいいかこう分かります。うん、とりあえず一回適当に切ろう。この辺りは大丈夫だね。この辺りは大丈夫と。ここにちょっと穴を開けました。仮ね。こっちが右。こうですね。よし、じゃあはめ込んでみますよ。から上はこのラインだね。このラインこんな感じです。お、いいじゃん。ここピッと貼ればいいじゃない。はい、紙やすりキット。みんなにこの厚み、その何年製について問われるんだけど、木材の場合3ミリ以上は何年製ということになります。このぐらいなので大丈夫ですね。で、さらに言うと、このワーゲンに関してはその年式から言って何年製基準には該当しない車ではあります。ハケで塗ってもいいんだけど、できればやっぱ綺麗に仕上げたいよね。でカラーは、内装色と同じ白を基調に作ろうと思います。これこのまま入れれるんだよね。スプレーガンは準備と片付けがめんどくさい。いいかな。じゃあ乾かしてる間にここの隙間にさ、断熱材を埋めていこうと思います。
し。あとは養生テープでぴったり。なんか詰めたくえいはい、オッケー。いいかな。味噌はここだけ、窓の部分だけちょっと出てるんだよね。だからぴったりいくはずっていう計算です。で、こう断熱材を入れて隙間を埋めました。で、こっから下は二重になってるから少し空気の層があるんだよね。でもこの貼ったところは1枚だからちょうどやっぱり寒いんだよね。で、窓はカーテンを閉めるということで、これで OK です。さあ、乾いたでしょう。じゃあいよいよ取り付けします。大丈夫だね。端っこが結構ベタベタだったりするんだけど、今回スプレーだから端っこも綺麗だね。白いパネルって気使うよね。でもしょうがない。ここはもう少し手前に何か挟めばよかった。なんか色塗って白にしちゃったからあんまり変わらないかな。あと磁石が使えなくなったけど、フック入れるやつね、かければいけます。で、真ん中の窓枠は二重になってるんだけど、他のとこは1枚貼ってるから、2センチ後ろにクリアランスあるんで、フックかけれるように作りましたので、これでいいんじゃないかなと思います。だんだんできてきたね。はい。次回、カーテンをつけて、あとここね、ここまだ作ってないから、ここをつけて断熱材を入れます。壁にも断熱材を入れれば、とりあえず内装は完成になるかなと思います。本当は年内に全ての作業を完了したかったんだけど、外装にまだ手をつけられてません。走れるからね。うん。外装は外装でこれからやっていきたいなとは思うんですけど、とりあえず最後年内になんとか内装もある程度完成のところまで持っていきたいと思います。購入しましたよ。これはね、パテだね。うん。板金をしようかと。これ極みこんなに必要だったのかわかんない。これ80だから厚付けパテかな。これは厚付けパテ、たくさん盛るやつだよね。それからこっちが120だから、これ中間パテ。うん、中間パテってまあ軽いへこみ等を直すやつね。これすごいへこみ等を直すやつです。でこれ混ぜて使うこの硬化剤ね。これパテ仕上げ用ヘラですね。これ2種類ぐらい買ったような気がするけど、1種類だけ来たか。塗装を削るやつ。はい。それからこれはね、カーカバー、ボディカバー。多分板金作業してる間も雪が降るから、
カテ盛りしてる時にさ、1日でできるわけじゃないから、車庫もないから、ボディカバーかけといた方がいいかなと思って、買ってみました。はい。大体揃ったのでね、本日から作業をしていきたいと思います。お伝えしときたいんだけど、プロじゃないので、新車のようには多分できないと思うんだけど、まあ、少しでも綺麗にね、少しでも。で、ここもさ、なんか中の塗装しちゃった時に、白いの出てきちゃったりとかしてるから、こういうところをね、少しでも綺麗にしていきたいと思います。メインはやっぱりこのパネルと、あとはここだよね。ここちょっとボコボコだからさ。このグリーンに塗る前に少しやったんだけど、全然綺麗になってないので。それから、ここだね。ここがメインになるかな。めっちゃ、デコボコしてるから、ここをね、やっていきたいと思います。こことここね、綺麗にできるかな、このラインとかね。そう、なんかさ、もうすでにさ、なんかスギ花粉来てるんじゃないかな。あそこ赤くなってるでしょ？ねえ。なんかスギ花粉なんじゃないかなと思って。今日は1月23日ですけども、いつもね、2月のね、1週目ぐらいにはね、もう花粉が飛び始めるんでね、ちょっと鼻声になってます。はい。で、天気の合間を見ながらね、やっていきたいと思います。ここもやりたいけど、ここはちょっとレベルが高そうだな。ここもやりたいけど、ここもちょっとレベルが高そうだな。ここもやりたいけど、ここもレベルが高そう。だいぶ錆びたね。半年。錆びたねというか、錆が出てきたんだね。あとは汚れてんだよね。汚れが、水垢が出てきてるので、こういうところは錆が垂れているのでね、直していきたいと思います。はい。まず、こっからやっていこうか。ねえ。ここ一番、ベコベコだよね。ここ一番、こっちもへこんでるしさ、こっちもへこんでるしさ、なんでこんなにへこんでんだろうね。でね、キャンピングカーバケーション、いつも参加いただいているキャンピングカーバケーション、そろそろみんな知ってもらえたかなは、4月の、何日だっけ4月の、19、20日、キャンピングカーバケーション、スプリングが浜松、静岡県浜松市の、渚園キャンプ場で今年も開催されます。というわけで、それにね、今年、このワーゲンで行きたいかなと思っています。で、全部自走だときついんだけど、仙台から名古屋までフェリーで行けばいいかなと思っています。仙台から名古屋って、どのぐらい？うちから仙台港までは100キロあるかないかで、名古屋のフェリー埠頭から渚園までも100キロだから、まあ、片道200キロになるか。休憩入れての200キロ、100キロだったらいけるかなとは思っています。なので、一応ワーゲンで渚園には行こうと思っているので、それまでには、それまでに走る分に関しては、もうだいぶいいから、ちょっと外装をみんなに恥ずかしくないように綺麗にしたいなと思います。さあ、どうしていったらいいのかわかんないけど、とりあえず削るか。今回この塗装一層中目、塗装を剥がす速さが違う。作業効率アップ、下地を守る、安全な作業って書いてるんで、これで闇雲に剥がしていきたいと思います。まあ安いやつ買ったんだけど、安いやつやっぱダメで、今回ね、これ1枚300円ぐらいする国産のちょっと良さげなやつです。すぐさ、カメラがすぐ煙くなる。こういう錆びが出てるところは鉄板までちょっと出して磨きたいね。いいかな。やっぱ錆のとして成り立つのかな。やっぱ錆の原因っていうのはこういう風にあるんだね。こういうところはちょっと削っておきたいな。あとはここら辺は汚れだね。汚れ。
よいしょ、出てきた。はい、こんな色ですね。まあ、独特のパテの匂いですね。で硬化剤はね 2% というか難しいよね。 2%。 2%。 あ、ちなみに3キロ買いました。100g だとしたら 2g。 このぐらい多い多い、こんなもんだよね。うまくできるかな。二刀流だ。この厚漬けパテを塗った後にあと中間パテで持っていくので、これはとりあえずこの穴埋め用なんだよね。あるよね。こっちから見てね、このぐらいへこんでるので、ちょっとここをね綺麗に埋めたいんですよね。ここもへこんでんだよね。ここもへこんで、これが出っ張ってんのかな。ここもへこんでん。2回目。下もへこんでんだよね。はい。で、本当はね、ここきっちりこう盛りたいんだけど、どうしよう。今日はまださ、プニプニすぎるからさ、ちょっと固まってからの方がこっちは作業しやすいかな。まあ、納期がね、決まってるとかっていうわけじゃないから、その方がいいかな。なんかここをやることによってこっちも崩してしまいそうな気がするからさ、ちょっと、ここら辺は2段階に分けてやった方が良さそうだよね。よし、ここはこのまま乾くのを1回待って、で、ちょっと削って、もう1回見て、もう1回持って、3、4回やらないと多分ダメだよね。で、板金屋さんだとこう、温める機械みたいなのがあって、そうするとね、そのものの何十分かでまた研げるってこう、紙やすりかけれるようになるんだけど、うちにはないし、寒いからちょっと時間がかかると思います。じゃあこういうとこもね、ちょっと錆び落としをしておきましょう。湧いてきたんだけど、すごい熱を持ってます。これ化学変化してるんだね。あったかい、今多分ね、人肌よりあったかい50度ぐらいになってますね。何カットして、仮止めして、パテを盛ればいいんだね。さあ、そしたら、ここら辺は、この中間パテっていうパテを使っていきたいと思います。ペンって出して、でこれは黄色は一緒。あ、こっちはあれだね、さっきのに比べると随分とこう練りやすいパテ。説明によると、パテをあてがい仮止めした後
全体を書いてるので、あれこんな感じで、よしと。結構ゆるいな。ちょっと2回に分けてやろうか。ちょっと固まってからの方がいいね。他のところに、ここは思いっきりへこんでるから少し多めに。うわ、難しい。いや、こういう風にできねえと難しいな。デコボコは残るからね、パテ、こっちが。この際が難しいな。際は無理にやらないか。ここら辺もボコボコだな。前回パテを塗ったところもあって、そこを削りきれてない部分もあるから、その隙間に入れてやって、よしと、リアセクションはこれでいいかな。乾いてきた。あ、ここら辺もやっとくか。ここら辺はへこんでるわけではないんだな。いいと思います。よし、暗くなってきた。今日はここまでにしよう。そしたら乾いたら、あとは一回きれいに紙やすりをかけて、でもう一回持ってだね。うん。そんな簡単にはね、いかない。まあここと、まあ前も汚いけど、まあ錆びてるけど、錆びてるだけだから。あとやっぱここら辺か。ここら辺がちょっとデコボコだから、かっこ悪いね。ここだね。ここ2箇所ぐらい直せば、まあ少し見れる。あ、こんなとこネジ出てるしよ、もう。やべえ。引っ込んでて、まだでも引っ込んでるような気がするな。はい、というわけで引き続きしばらくね、板金作業をやっていきたいと思います。1週間ぐらいでそこそこ持っていきたいなと思います。菊新適当板金株式会社2日目やっていきます。乾きましたね。カチカチだな。なので今日はね、削っていきたいと思います。削ってここはもう1回だな。あとちょっと他の部分もね、こういうところかな、目立つとこ手かけていきたいと思います。難しい方からやっていくか、どのぐらいで削ったらいいのかわからない。とりあえず180番。そう、エアサンダーっていう提案もいただいたんですけど、ちょっとうちのさ、エアコンプレッサータンクが小さいのね。出力が、容量がそもそも小さいから、ちょっと連続作業はできないんじゃないのかなと思います。これでちょっと削っていってみます。ツルツルになる。うわ、すごいツルツルになるけど、ここら辺まだボコボコだな。おお、めっちゃツルツルになったな。やっぱあれですね、パテも前使ってたのはホルツのやっぱりDIY 用なんですけど、今回プロ用なのでいいですね。
いしょ。おお、ツルツルになる。ちょっとまだデコボコなところあるから、ここはちょっとやり直しだな。すっごい真っ白になるよ。ここはかなり削んないといけないから、うちにあるやつで一番粗いやつ80でとりあえずやってみる。ちょっと一つ問題があってさ、なんかそもそも平らじゃないんだよね。デコボコしてんだよね。これはどういう風に削っていけばいいのかな。なんかここが出っ張ってるような、ここが出っ張ってる気がする。ここはへっこんでんだな。ここは出っ張ってんの。こっちはいいか。こっちはだいぶいいね。だいぶ面あったよね。こっちから見ると、ちょっとここ出てるか。ここ出てる。こっちが出っ張ってるとさ、風切り音とかするからね。ここがまだ引っ込んでんだな、このライン。車の中粉まみれになるよね。車の中粉まみれになるよね。よし、ここがやっぱりへっこんでるから、このラインにパテを入れようと思います。こっちはいいね。こっちは中間パテで、あと綺麗に。ここだけ盛るか。と、あとここ成形しないといけない。あ、なんかいっぱい出しすぎた。少し多めに持っといて、乾いたら削っていこう。はい、さらに次の日になりました。だいぶ固まったね。うん、いいね。よし、高さはだいたい合ってるから、これでまた削っていきたいと思います。ちょっとここが膨らんでるね。ちょっと盛りすぎてる。から見るとだいぶいいね。でもね、すごい引っ込んでたから、それに比べるとだいぶいいね。よし、ここ後で処理することにして、ちょっと一回きれいにしようかね。パテをこれから作るから、こういうとこもちょっと一緒にやろう。こっち側はそうだね、結構こっちもひどいな。こことかはああ、結構厚いね。
わあ、錆びてんだな。っていうか、かなりパテ入ってんな。ここはかなりパテが入ってますね。結構こっちのパネルは来てるね。だいぶ削りましたよ。ところどころやっぱり錆が出てるんだね。さあやっていくか。このままってわけにいかないよね。ある程度パテは持ってしまわないと。はい、今日は中間パテを使っていきます。よし、このぐらい。一応ね、その6分って書いてるんですよ、作業時間がね。寒いんでね、10分ぐらいはいいかと思うんですが、これはこれで多分手早くやらないといけないもんなんだと思う。この穴ぽっこになってるところにだけ できればこのボツボツはないようにしたいんだけど、これね、へっこんでるからさ、削ったからね、へっこんでるところにだけこう持っていきたいですよ。サビを削ったところからやっていこう。まあ1回ではうまくいかないんだろうな。グラインダーで前回大きいとこ削ってるんだけど、そのね、グラインダーの目もついちゃってんだよね。こういうとこね、これはパテの跡なんだけど、こういうとこにグラインダーのね、削ったハートがこうついてるから、そこも埋めていきたい。はい、夕日になりました。だいぶ暗くなっちゃいました。とりあえずある程度塗りましたので、また明日だね。また明日削ってだね。また削って、持って、削って、持って、また明日やっていきましょう。ちょっと仕事の合間にやってるから少しずつしかできないんだけど、どうせ乾かないといけないから少しずつしかできないからちょうどいいなと思ってます。はい、おはようございます。次の日です。見てください。ゆうべね、雪が降るかもしれないということがあって、急遽カバーをね、買ったやつかぶせたんだけど、すんたらず。足りてないんだよね。キャリアがついてるからさ、その分やっぱ高くなってるから足りないんだ。結構ね、一番ぐらい大きいサイズのやつ買ったんだけど、全然足りないね。もうこう出ちゃってっからね。幸いね、雪は降りませんでした。なんだけど、ちょっとなるべく早く、あんまりのんびりもしてられないよね。作業場のガレージがないからさ。というわけでやっていきたいと思います。つけるのも大変、高いから全然手が届かない。
2メーター2メーターちょいあるんだよね。外れました。じゃあ今日も削っていこう。ここもね削っていこう。ある程度今日はツルツルにしたいかな。こっちはこっちも乾いてるね。こっちも削っていきましょう。今日はとりあえず120番でね、まず荒削り。反対側もね削っていきたいと思います。はい、大まかに削りました。ここら辺はだいぶいいな。ちょっとここはボコッとしてる。ここら辺はもともとかなりボコボコだったからちょっとボコボコだね。まあでもこっちのパネルは比較的ここがボコボコだな。問題はここだな。これだいぶだいぶまだボコボコだね。触ってみると出っ張ってるとことさへっこんでるとこの差がすごいよね。果たして埋められるのかな。まあ多分最初よりはでもいいんだよね。最初よりはね。ちょっともう一回パテを入れて、ここら辺もちょっとだいぶまだボコボコなので、どうしたら平らになるんだろうね。削り方もさ、均等にこう削っていかないと平らになんないよね。こう力を入れてゴシゴシしたらさ、いくらせっかく平らに持ってもさ、へこむしね。その平らに削れないから、そこら辺がやっぱ難しいよね。よし、ダメなとこチェックしていきましょう。ここはだいぶ良くなったな。上はちょっとあと手でやらないといけないからね。ここはだいぶいいな。ちょっとここもだね。ここら辺もかな。この辺はちょっともうちょっと綺麗に研げばいいかな。ここら辺がちょっとボコボコだね。ここは出っ張ってるのか、こう平らに削るとここがだけ鉄板が出るんだよね。多分もともと相当デコボコなんだね、これね。ここら辺がね、やっぱ全体的にちょっとダメだね。ここ。こう削ってみると分かるんだけど、塗装って厚いっていうか、ここ思いっきりパテ入ってるよね。ここも多分パテ入ってんだよね。ここもパテ入ってる。ほぼ何度か全板機にしてるんだよね。じゃあ乾くまで待とう。今回はここまでにしておきます。まだ何回かやんないといけないね。下手くそだからさ、何回もやんないと綺麗にはならないよね。まあ少しずつ削ってはへこんでるとこ見つけ、削ってはへこんでるとこ見つけって感じなんだろうな。まあでもだいぶ進歩はしたと思います。間違いなく最初の状態よりはいいはず。特にここなんかはほら見て、もうね段差とかはもうなくなってるので、これとりあえずちょ
ちょっとボコボコかもしれないけど、ボコボコってその前みたいに細かくデコボコってこう全体的に面が出てるかって言われると、ちょっとこう膨らんでるとこがあったりするかなって感じかなとは思うけど、ベコーっとへこんでるわけではないので、前よりはいいんじゃないかなと思います。ごめんなさい、地味なね作業の数々ですが、コツコツやっておりますので、お付き合いいただけると幸いです。飽きたよね、削ってね持ってるだけだからね。はい、今日も削っていきたいと思います。もう1回ぐらい盛らないとダメだよね。やっぱね、こうプロはね多分一発で決めるんだよプロは一発で決めるんだよ。素人は何回もやってだよ。よし、やろう。今日も練ります。飽きてきたぞ飽きてきたぞ。今までは穴埋めだったところをさすがに下手くそだけど、ここまでこのぐらいやってくるとだいぶ、まだちょっとボコボコだけどだいぶ良くなったな。よし、もう一回やるかここは多分もういいな。こっちだ。ここがさ出っ張ってる気がするんだよね。よしと、全面塗り。平らになったからできる全面塗り。はい、今日はねあったかいので3回目の研ぎだね。よし、削りました。おー、だいぶツルツルになったね。で、このボソボソになってるところが、要はこう削ってって引っ込んでるから削れてないんだよね。っていうとこなので、だんだんね分かってきたぞ。はい、顔はやんねえかなって思ってたんですけど、顔も少しやっかなとやろうかな。ここもちょっとサビ出てるしね。あとここら辺か。ここら辺のサビ落としをしておきたいですね。こう塗装割れちゃうんだよね。グリルも外します。怖えな。よいしょ。なんか変わったことになってんな。ねえ、ここ多分ないんだよね、錆びて。だから作ってあるんだ。このゴムもだからさ、パテの中にめり込んでるでしょ。ここはなかなかむずいな。買ってきました。ちょっと薄手のね、錆落とし。
黒サビ転換剤を塗った上からあれできんのかな、当て盛りできんのかなかどうかわかんないけど、サビ転換剤ちょっと塗っとこう。ポルシェとかベンツはボディに亜鉛メッキって言って、メッキかけられてたりするんですよ。ドブ漬けしてボディを作るときにね。軽トラなんかでも重防水仕様っていうサビに特に強く作ってるのがあって、それとかだとボディ亜鉛メッキしてるやつあるんですよ。これもまたこのまま塗装でもいいかな。待て、ちょっと入ってるけど、サビ流れ出して悲しい顔にならないように、この流れ出しそうなところ、ここはねあんまりやらない方がいいな。この穴をとりあえずコーキング入ってんだよ。コーキングどうなってるのかわかんないからさ、とりあえず見た目だけデコボコなところをちょっと綺麗にするぐらいにしとこうと思います。触らぬ神になんちゃら。はい、本日も暗くなってきてしまいました。まもなく5時なので終了にしたいと思います。だいぶ進んだね。かなり良くなったよ。そりゃそうだ、もう何日もやってるもんね。これ削ってもう1回ぐらい最後やるかな。ここもやんなきゃいけないから、ここ多分もう1回塗んなきゃいけないから、あと1回ぐらいでラストにしたいと思います。はい、今日も板金作業をやっていきたいと思います。今日でね、ある程度板金は形にしたいな。そろそろ天気が悪くなる予想と仕事が溜まってきたので、そろそろ塗っておきたい。またやればいいからね。だいぶ良くなってる。よし、まずは削るか、今日も。ここからね、細かいところを手作業でやっていきます。ってきました。サンドペーパー用研磨カット。S サイズなんだ。ちょうど2個分ぐらい取れるんだね。いやー、研ぎ菊。ここもだ。ここもどうするかな。どこまでこのラインを持っていくかは、割れてきたか。あとはドアを外してやればいいんだけど、ちょっと一人だし、ドア外せないから、裏からもパテを入れて、ここを埋めて、強化しよう。うわー、これは塗れないか。指で持ってっか。よしと、ここね、こういう風に盛りました。もうしっかり穴も埋めたから、中にもぎゅうぎゅう詰めてやったから。よしと。で、地にはみ出してきた分を、今のうちに、少しこう、切っとけばいいかな。紙やすりかけるの楽だよね。ここら辺も。ボロっといったら困るからやめとくか。さあ、
最後かな、そろそろ。よし、まあいいか。よし、乾かしてる間にね、あと塗ってないところを少しこういうところをね、その境目、パテの境目とかをね仕上げていきたいと思います。これちょっとあれだね。よし、ここもツルツルになったぞ。いいね。ちょっとここのライン出しが甘いけど、まあもともと半分埋まってるからこんなもんだべ。うんこれ多分窓交換するのに窓枠外せないんだよ。多分ここ中ないんだわ。ないっていうか、多分腐っちゃってて、なんか作り変えて、その上からもともとパテを持ってあったから、ここのゴムを交換するのは至難の技だ。どう？ここの隙間もまあまあじゃないね。このぐらいだったらいいよね。うんうん。よし、ツルツルになった。最後ここだな。うん。よし、すっごいいい感じだ。うん。こっちもいい感じだな。すごいツルツルだ。すごいツルツル。ちょっとデコボコしてるけど、すごいツルツル。あ、ここ気になる。ここだけちょっと気になる。ちょっといいことにしよう。うん、オッケー。まあプロからしたら笑っちゃうぜっていう感じだと思うけど、我ながらね、思ってたよりよくできてる自分が最初に想像した理想の、形よりもはるかに、いい出来です。はい。まあそのね、人によります、個人差がありますので何とも言えませんが、私の中ではね、なかなか良い出来じゃないかと思っております。はい。よし、じゃあマスキングまで今晩のうちにやって、明日ね、できたら色塗りたいのも、うん。週末ちょっと忙しいのと、来週は雪が降る。来週1週間雪予報出てるから、できたら明日塗りたいので、ちょっとこれから、マスキングの方をしてね、明日に備えたいと思います。うん。今日できたら塗りたいんだけど、天気が今日微妙です。今は晴れてんだけど、ちょっともう一回降るみたい。で、お昼には少し落ち着いて、夕方また降るのかな。できればその間の何時間にね、塗ってしまいたいなと思ってるところです。今ね、マスキングをしていますので、天気が目まぐるしく変わってる間にマスキングしていきたいと思います。まあ、同じ色に塗るんで、ここら辺はさ、ここら辺多分塗んなくてもいいんだよね。塗んなくてもいいんだけど、色が少しやっぱり時間が経ってるので冷めてるかもしれないので、変わってきたりすると思うんですよね。なのでまあ一応ここら辺も軽くだけ塗ろうかなとは思うので、軽く塗るためにもね、このやっぱマスキングは必須なのはね、面倒ですね。うん。よいしょよいしょと。このぐらいでいいな、ここら辺は。がっつりパテ入れたところはしっかりマスキングしていかないといけない。ちょっと今日の塗装は無理かな。
天気が悪いね。はい、おはようございます。手遅れでした。こうなります。そうなんです。雪が降ってしまいましたね。まあ、今日はお天気が良い気がするので、ちょっと雪かきをして、乾いたら塗ろうと思います。これから1週間ちょっとこんな感じで予断が許せません。一応こんなこともあろうかと、この新聞ではなく、全部マスキングにしといたので、ちょっと手間だったし、予算かかるけど、やっぱこういうことあるからね。これでとりあえず良かったと思います。新聞とかビニールだとさ、雪かきとかできなかったりとかするからね。溶けるのを待つしかなかったり、ブヨブヨになっちゃったりとかっていうこともあるから、やっぱこういう風になりますよね。はい。よし。そっちも雪かきしとくか。そっち。で、細かいところのマスキングだけして、あと前ね、動かさないといけないからしてないです。前と屋根のマスキングしてないので、今日はね、お天気がいいので、ただ気温がちょっとまだ低くて溶け始めてないんですが、ちょっと今ね、水をかけて強制的に、よいしょ。ちょっと屋根の上も、これ雪落としてしまわないと、溶けた水がダラダラと垂れてくるんだよね。で、特にこの雨どいを伝って、その雨どいにところどころ穴が開いてて、そっから水が落ちるような方式になっているので、そっから水が垂れてくると、とても塗装ができたもんじゃない。今、車に日が当たってるので、ある程度、雪をどかしておけば、ボディ自体は結構もう暖かくなってます。日差しがさ、出れば、ボディ自体は鉄板だからさ、熱くなるし、このソーラーパネルとかも、黒いからさ、溶けると思うんだよね。ただこの上に雪が乗っかってると、そのボディの熱、太陽の熱がボディに届かないと、ボディが温まらないから、そうするとね、溶けないんだな。この下だな。ここの下はボディの熱が入らないから、この雪も念入りに落としておきましょう。こういうこともあるから、やっぱマスキングが、そのマスカーとかだとちょっと用足りないね。ソーラーパネルもう少し溶けてくれると。あ、溶け始めたね。ホイールも。これ面白いね。ここの雨どいから出た水はここを通ってこういう風に流れるんだね。だからここ錆びるんだね。こっちもそうだね。こっから垂れてきた水がここを通ってここにジャバジャバ。直してないって。塗ればいいかと思ってます。まあ勉強になるね。まあこういう細かいところはまたやっていこうと思います。こういうとこね。何回でもできるからさ。何回でも塗れるから。何回でも板金できるから。はい。今回のテーマはここだから。こうやって水がついてみるとやっぱりまだ、こうデコボコしてんなーっていうのが光るとわかるね。こっちもそうだね。水が垂れると少しこうデコボコしてるのがわかりますね。マスカーをね、屋根にも貼りました。上はマスカーで
一周させましたので大丈夫かな。なんか曇ってきたぞ。大丈夫か、急がねば。シリコンリムーバー、シリコンオフですね。これで脱脂をしていきます。いいかな、とりあえずね。ちょっとあと水が垂れてるところは微妙にあるけど、そういうとこはちょっと拭きながら塗っていきましょう。完璧にはね、ちょっと抜けるのには1日2日、多分天気の本当にいい日に放置しないといけないと思うんだけど、それはこの時期はちょっと厳しいからね。はい、塗料に関しては今までと同じものを使います。よいしょ。寒いからか硬くてさ、なかなかフィルターを通っていかないですね。でやろう。息だらけになるな。うるせえな。うわ、めくれるしよ。そうだな、上から塗ろう。はい、軽くね、ちょっと拭いてみました。どう？まだね、ちょっと乾いているとこと乾いてないところあるから、濡れてるとこと乾いてるとこでデコボコに見えるけど、いいよね。まあ、ちょっとここ汚かったなとか、ちょっとここ割れてたなとかあるけど、どう？ちょっとここが出っ張ってて細いか？まあ、後で手直ししてもいいよね。でも、ベコってへこんでたからさ、ベコベコボコボコボコに比べたら、こんなもんかな、なんか作業したなっていう感じで見れるよね。こっちもさ、まあまあだよね。あとちょっと光が今当たってないからさ。よし、いいかな。どうよ。いいよね。まだまあ完璧には乾いてないからだけど、乾けばいいんじゃないか。やっぱね、ちょっとムラになるんだよね。結構ムラにならないようにもう4回も5回も重ね塗りはしてるんだけど、どうもこの横溝みたいなのがこう出たりするんだよね。これなんでなんだろうな。出ないとこと出るとこあるの。こういうところは全然出てないんだけど、ドアとかやっぱり横向きに若干溝が見えるでしょ。前回もそうなの。前回もかなり厚電きれいに塗ったつもりなんだけど、それでも出ちゃったりするんだよね。こっち側ね、まだ乾いてないんですけどね。よし、じゃあちょっと道具を洗ったらマスキング剥がしてみようか。じゃあ剥がしていこうか。
大丈夫だったね。こうしていくと今度バンパーがボコボコなのが気になるね。今日もあと1時間で雪マークが出てきてるので、今はねお日様出てるので、このまま1時間ぐらいねでお日様出てくれればある程度乾くんじゃないかな。にしても今年は雪がね、うちらの住んでるとこは全然ですね。気持ちいい。スルリン。あ、ここ濡れざってない。やばい、暗くなってしまう。急がねえば。すごい。はい、バンパーつけました。まだちょっとマスキング剥がしきれてないとことかあるし、こういうとこね、ちょっとここら辺とか緑になっちゃったから黒く塗りたいと思いますね。ちょっとね、今日も夕方になってきました。さあ、どう？ちょっと色がさ、なんかちょっとやっぱムラが出ちゃってんだけども、ここら辺ね、ちょっと3メーター離れれば結構綺麗に見えるよね。綺麗だよね。ね。うん。後ろも大丈夫。よく見るとやっぱここら辺がちょっとね、ちょっと仕上げが悪い。で、あとここになんか入ってるんだよね。これをちょっと変えばここももうちょっときっちりできるかなとは思うんですよね。うん。まあここら辺ちょっとまだやってないとことかもあるし、この雨どいとかもまだちょっと雨どい塗らなかったから錆びててるね。あ、後ろマスキング剥がしきれてないじゃん。うん。はい、こっちも閉めてみます。これね、ドア開けないときっちり。あとちょっと色ムラがあるんだけど、こう見てみれば、ここはねへこんでるわけじゃない。今触ったから触ると白くなっちゃうんだよね。ちょっとあれだけど、でもまあまあだよね。こう、カメラだと目よりもやっぱりデコボコしてるように見えるかな。肉眼だとだいぶいいんだけどね。まあ以前よりはいいでしょう。まあで今回いろいろ作業していく中で、こうした方がいいよ、ああした方がいいよっていうアドバイスをたくさんいただいたので、また作業するときはアドバイスにね従ってやっていきたいと思います。ここもね、全部もうなんかただれてるみたいな感じになってたけど、まあまあ綺麗になってるでしょ。ね、ここもボコボコねだったところもうね、離れてみるとムラあるけどこんな感じです。ここね、触ると白くなっちゃう。ザラザラ塗料だからさ。まあまあかなと思います。あとね、こういう細部をちょっと綺麗にして、とりあえず塗装と板金は一回完成ということにします。またやりたいね、こまめにね。まあ家でできるからさ。板金は今回やっぱ手こずったから1週間ぐらいかかったけど、塗装自体は1日でできるから、マスキングも含めてね。だからこまめにちょっとずつ手直ししておいて、で部分とかでもね塗っていければいいのかなと思います。ここ良くなったよね。あんなにへこんでたんだよ。
へこんでないへこんでません。よくなったよね。綺麗になったよね。うん。はい。それでね、ワーゲンなんですけども、これからもこまめに、例えばまだやってないとこあんだ。こういうダッシュボードとかやりたいなと思ってて、こまめに企画としてやっていきます。あと、お出かけもしたいよね。全然出かけてないから、那須に1回行っただけで、これからお出かけとかもやっていくんだけど、この連載シリーズとしてのワーゲンは、今日で、とりあえず一旦終了にしようかと思います。あとはスポット的にこう、部品を買ったらとか、なんかお出かけすることあったら登場してくれるかなと思います。それで、次回からはね、新企画をまたやっていきたいと思います。春に向けてね。はい。2月ということもあるので、新企画をやっていきたいと思いますので、そこもお楽しみにです。本当にたくさんの方からのその板金のアドバイスありがとうございます。ちょっと、動画をアップしてコメントをいただいた時には次の作業ってやっぱり1週間ぐらいタイムラグがあったりとかするんで、アドバイス聞いた時にはもう次の動画がね、もう次の作業が終わってる段階だったりとかもしてるので、はい。申し訳ありません。アドバイスにお答えできていないんですけども、ちゃんと僕のところには届いておりまして、あ、そういうことなんだっていうふうに、しっかりとね、理解しておりますので、はい。皆さんのアドバイス、本当に助かっております。参考にならない。参考にならないと思いますけども、家でやっても、まあ、とりあえずこのぐらいにはなるよということをね、頑張れば、素人でも頑張ればこのぐらいはできるよということは、分かっていただければと思います。皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。